はい、どうも、ジャルです。さあ、今週もエボにプレイ配信をしていきます。よろしくお願いします。ちょっと、なんか準備が下って画面が崩れていましたが、今日はね、タイトルにもある通り、制服シリーズの文明装備のかけらが集まったんで、文明装備をね、考えていきたいな、みたいな風に思ってます。よろしくお願いします。はい。ではでは。赤見さん、こんじゃるは。ボイスさん、こんじゃるは。そうそう、ヘカテイベント始まりましたね。そう、ヘカテもね、ちょっと後で取り上げていこうかなと。あと、ホルスのケージね。はい。なんかね、面白いイベント来ましたね。よいしょ。まあ、この辺もね、ちょっと後半で扱っていこうかなと思ってますが。長谷川さん、こんばんは。コメントありがとうございます。よいしょ。はいはい。えまずは、そう、これを見ようと思ってたんだ。あ、なんか音が割れるな。はい。ゲーム音が多分配信に載せる音はちょっと下げてあるんですけど、よし、これでちょっとだけ下がったな。はい。このね、戦勝記念塔を立てると、まあ、ここからね、栄光の実績っていうのがね、見れるようになりますということで、私ですね、戦力 1.4B、君主レベル39、同盟 GMO、サーバー1186という風になっておりまして、ここにですね、まあ、いくつか出てきますと、ランキングとかにはないやつですね。リストに名を残す将軍ランキングに残ってるの入っている将軍の数1。これエレクトラですね。で、完全無双、所有している文明装備の数3。圧倒的勝利。戦士の移行か効能5カゴエフェクトの発動回数441ということで、ね、こんな、内部データあるんやって感じなんですけど、まあ、このね、この実績というところが見えるようになりますと、圧倒的勝利って500で星5なのかなそれともなんか跳ねて1000なのかな。まあ、でもこれはね、時間の問題かなと思ってますと。で、もう増やしようがないのがね、このリストに名を残すとか完全武装ですね。リストに名を残すに至っては、1入ってるにもかかわらず、星1個もついてないんで、悲しいですね。はい。もうつくことはないでしょう。で、完全武装の方ですね、私今ね、文明装備が、3つありますということで、それをね、まあ、まずちょっと見ていこうかなというところで、エレクトラがね、制服シリーズのかけらで、交換した2つを持ってますということで、これアヌビスですね。アヌビスじゃなかった、テーベだった。これもさ、今ピラミッドだから、ピラミッドベイトじゃないからもうアイテムないか。もうアヌビスですよね、これもう女。これ、あった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 。アヌビスだよ、アヌビス。はい。まあ、アヌビスといえばね、ジョジョの奇妙な冒険第3部なんですけど、まあいいや、その話はやめよう。そう、このね、アヌビスみたいなこのテーベ装備、これがね、射撃兵が強くなる感じの装備なので、このね、テーベの頭と、腰をね、交換してますと。先に腰交換して、その次にね、頭を交換したみたいな流れになっていて、今ね、そのセット装備の効果で、全兵士の防御力が15%上がりますと。で、こっから先はね、ちょっと王権側、左側のね、右側が征服シリーズ、左側が王権シリーズだと思うんですけど、この左側をね、集めなきゃいけなくて、もうちょっとそれはね、もう無課金にはちょっとしんどいなと。ちなみに王権シリーズの、アイテムは、今ね、11ですね。あと、2ヶ月ぐらい、2、3ヶ月で、エボにプレイして2年なんですけど、エボにプレイして2年で、やっと王権のね、かけらは11個。これも結局、この前のね、文明の衝突で交換できるようになって2個増えたというところなので、まあ基本的にね、王権シリーズはもう無課金では手に入れられませんというふうに思ってますと。皆さんこんばんは。コメントありがとうございます。はい。でね、このかけらじ千箱制服、これはね、よく文明ルーレットで、長期イベントの狭間の文明ルーレット
で、手に入りますと、あと、翔さんこんばんは。コメントありがとうございます。はい。で、これね、フ族でも最近交換できるようになったんで、ちょっとね、回転上がりましたね。これね、非常に嬉しい。無課金への救済。ということで、このね、かけら実践箱、実践宝箱、制服、これがね、前よりも、集めやすくなってますというところで、じゃあ、とりあえずね、まあ、エレクトラの制服は、仮にね、王権シリーズ集まった、その時にタイミング合わせていいよねって思って、とりあえずね、この、テーベの指輪を交換するときは、基本的にはね、その気はナッシングって感じですと。はい。で、私もう一個文明装備持ってます。三つ目。それがね、はい、来ました。フリーダムスター。これね、はい、こいつです。今も来ています。同盟ボス。同盟ボスのこのね、こっち、同盟ボス引き換えショップ。これね、3300集めると、交換できる、このランダムの文明装備の宝箱ね。はい。これね、こっからね、ゲットしました。このフリーダムスターの巻物、一番上の 8.33% 引き当てました。はい。このね、文明装備の宝箱、当たりなのは、基本的には多分光量シリーズですと。かつ、左側、王権シリーズにあたる武器、胸、足が当たりなんですけど、外れも外れ。そんな外れじゃないですよ。文明装備強いんで、もうなんか完全に外れではないとは思うんですけど、はい、ちょっとね、残念ながら私はフリーダムスターを引きまして、はい、それを持ってますと。まあ、これもね、今、1875まで集まって、折り返しまで来たかなというところなので、一応ね、予定では、順調に行くと、8月のね、最初の週あたりとかに、こいつがね、また2回目の交換ができるかなと思ってます。はい。で、このフリーダムね、スターの装備。こいつは、攻撃時の騎兵の攻撃力が上がるということで、今ね、カエサル、モンハン専用のね、カエサルにつけてます。で、ゆくゆくはね、あれですね、騎兵の、PVP 将軍とかもしね、作ったら、こいつつけてもいいかなというふうに思っていってっていうので、騎兵用にね、今、強化もしているという感じですと。はい。ただね、フリーダムシリーズはとりあえずね、交換する気はないんですよと。はい。っていうのも、さっきのね、同盟ボスのやつで、またね、この辺とか、この辺とかね、引く可能性が、考慮シリーズを引いてほしいんですけど、はい、引きの悪さに定評のある JAL としては、はい、というよりね、自分のね、引きは信じてないので、ランダムは、もう期待しないものは引くと思ってますということで、もうワンチャンね、フリーダムさんもう一回引くまであると思ってますと、もう本当にね、そういうの言うと言霊になっちゃうから、ちょっとやめよう。もうやめよう。はい。っていうのもあって、とりあえず今のタイミングでフリーダムスターとか、フリーダムシリーズと光量装備っていうのはちょっとね、変えるのはやめとこうかなと思ってます。はい。っていうのでね、そう、除外するね、文明がね、もうすでに3つありますと。よいしょ。はい、ということで、そう、私がね、持ってる3つ、ここにあるね、所有してる文明装備の数3つは、そんな内訳になってますと。はい、文明装備のところね、見ていくとね、これ光るんですよね。これいいですよね、こういうのね。私、ゲーム、コレクションするの好き派で、こういうフルセット収集済みとかね、マジでいいなって思うんですけど、はい、ちょっとね、残念ながらね、エボニーでこれをやることは基本的にというか、絶対無理だということで、そこは考えず。で、あとフリーダムシリーズ。こいつか。はい、ここだけね、光ってますというところですと。で、集まった制服のかけら何を交換していこうかなっていうので、いろいろね、候補はありますと。はい、とりあえずね、光量装備もする。はい。交換したやつと同じの引いたら泣いちゃうからする。あたやまさん、こんちゃるはコメントありがとうございます。はい。で、私の将軍のラインナップ的に何育てればいいのかなっていうのをね、そう考えていこうかなと思って、ここはゴーレムだな。よいしょ。はい。で、
とりあえずね、とりあえず、防衛将軍は、まあもうとりあえずブーディカがいるからいいですと。で、装備も、まあある程度ね、育って、高量装備をゲットできたらね、変えていくと思うんですけど、高量装備をね、たとえ引いたところで、フラットバフをね、仕上げないと、ね、ちょっと弱いじゃないですか。というので、まあ一旦ね、ブーディカの装備は手をつけませんと。で、エレクトラも手をつけませんと。まあ、そもそも、まあ、9大点かなと思ってるんですね。エレクトラも、まあ、ブーティカもすでに9大点かなと。まあ、それなりに強い、みたいな。はい。で、基本的に、こういうゲームって、尖らせた方が強いんですけど、はい。どれか1個をね、めちゃくちゃ強くして、で、その次にまた強くしてっていうのがね、いいんですよ、本当は。その方がね、稼ぎやすいんで。でも、エボに結構ね、リワードをね、あの、なんかいろんなイベントでそのリワードをね、獲得できるじゃないですか。っていうのを考えると、私ね、受けを広く、どうしてもね、丸くなるな星になるじゃなくて、もう星になるな丸くなるをやっちゃうんですよね。これ、はい、札幌ビールの CM ですね。はい。あと、オラさん、こんばんは。コメントありがとうございます。カミさん、10年やったらフルセット揃うかな。いや、どうでしょうね。10年やっても渋いまんまの可能性がまずね、同じの当たるとかね。まあ別、ちゃんとね、実践宝箱がゲットできればいいんですけどね。はい。ということで、防衛将軍と射撃将軍が、まあとりあえず整ったので、次考えるのが PVP の歩兵、騎兵、あとはシージ。このあたりがね、焦点になってくるかなと思ってますと。で、こう難しいのが、騎兵がね、もう、カエサル育てちゃってるんですよ。何よりもこのファフニールをね、もう騎兵用に育てちゃってるんですよね。ここが結構悩ましくて。ファフニールってね、本当はこれ工場兵器にも使えるんで、工場兵器、騎兵、どっちも使えるんでね、これ本当はね、工場兵器に寄せたかったところもあるんですけど、今ね、まあ、騎兵に寄ってますと。富山さん、同じものはスタービルドと強化用のかけら。そう、スタービルドも、スタービルドも、あのそう、今回のね、ホルスのイベント、これも後でちゃんと見るんですけど、スターライト、スターメテオライト、これ、交換できるようになりましたね。そう。まあ、無課金には基本的に厳しいかなとは思ってるものの、そう、ワンチャンね、交換できる素材も配るようになって、ね、もう、全く、もう手も届けません、お話になりませんっていう状況じゃなくなりましたね。いや、でもね、基本的にはもう同じのは引きたくない。だってもう、絶対数が足りてないんだもん。はい。で、まあ、騎兵はもうすでに、もう PVP というよりは、もうモンハン用に仕上げちゃってますということもあるので、まあ、歩兵か、シージの2択かな、みたいなのがね、今考えてるとこですと。で、歩兵の場合は、スールと。はい、こいつですね。はい、こいつのいいところは、かけらがね、今398あるので、アレースの地さえね、揃えれば、まあ、覚醒までね、持ってけそうですと。田山さん、失敗しないように同じものを引いたらトラウマになってます。トラウマになっちゃうよ。はい。スールトさんがね、一応、今ね、こいつ、ロード・オブ・ラバーつけてますけど、まあ、ノルウェーリッチ持ってるんでね、ノルウェーリッチに変えて、歩兵用をね、ちゃんと作るということも可能ですと。よいしょ。そう、多分ね、順当に行くなら歩兵な気もするんですけど、ただ、やっぱね、シージ将軍もね、育てたいんですよ。まあ、ベヒーモスをね、つけていて、ファフニールを入れ替えられないんで、そこがね、どうしても良くなっちゃう点なんですけれども、
そう、シージのね、今、エドワード・ティーチ今出してますけれども。でね、こいつもね、限界突破が厳しいんですよね。一応ね、なんだっけ、今、イベント来てたっけな、これじゃない。ここだ。ここじゃない。あ、なくなってる。なんか、招待状イベントかなんか、招待状かな、スーパー強化じゃない、なんだっけ、レースの地の還元かな、なんかでね、交換できるんですよ。だからまあ、覚醒というか、ちょっと限界突破、赤い星をね、つけるぐらいだったら、一応ね、ワンチャンあるのが、あの、エドワード・ティーチ。まあ、そうじゃなくてもね、こいつ、比較的出やすいというか、チケットでね、プレミアムじゃなくても確か出てくるやつなので、はい。まあ、そういった意味では、なんていうか、超レア将軍に比べたら、まあ、まだワンチャンあるかな、みたいなのがね、ティーチですと。で、ティーチのいいところは、やっぱり、PVP ですよね。相手の城の工場兵器をぶっ潰して、で、その後に、本命で殴るっていうね。そう。だから先にシージを崩さないと話にならないんで、歩兵だけ突してもね、勝てる場合あるんですけど、それよっぽど歩兵育てなきゃいけないんで、ってなった時に別に私歩兵強くないんで、今から育てますよ、みたいな話してるんでね。まあ、だとしたら、まあ、ワンチャンね、そんな強くない、相手に勝てる可能性があるティーチってのもワンチャンじゃないかなみたいな。まあ相手がそんな強くないんだったらそれこそスールトでもいいんだけど、ここがね、このティーチをスールトよ、このどっちをね、やるかっていうのがちょっと悩みどころだなというところですと。はい。でね、それで、昨日までは、まあ、CG 用かな、みたいな、工場兵器用の文明装備を選ぼうかな、みたいにね、ちょっと思ってたんです。でも、これ昨日ね、事件が発生しました。はい。ヘカテイベントですね。ヘカテイベントで、これって、モンスターがね、ランダムに出るじゃないですか。で、これね、悲しみのログがあるんですよ。これだ、これ。あ、これじゃない。あれログ消しちゃった。騎兵。騎兵じゃないんだよな。あ、なんかログ消えちゃったぞ。何やってんだ。パーンの、射撃のパーンが倒せなかったんですよ。こうもう本当に絶望したんですけど、昨日。まあ、なんか頑張って遡れば、いやもう昨日ね、バイキングだったからね、結構ログが溜まっちゃってんだよな。あ、この辺か。これだ、これだ、これだ、これだ。これさこれもう本当に悲しい。射撃兵で試したけどダメでした。スールとこれ。はい、これですね。このログ、討伐失敗、化身パーン、射撃兵レベル5。レベル5パーンが良すぎるって部隊定員上げて、相手の防御デバフ、モンスターデバフやって、で、雪村を属州都市にくっつけて、複数くっつけて、で、補佐官にもつけて殴りましたと。はい。で、もちろんね、火力アップとかのバフもつけてやったんですけど、これがね、負けて。もうこれ昨日悲しかった。ラムネス買ったのに負けましたからね。まあ、単純に歩兵のね、T14 が、まだね、59万とかしかいないんですよ。まあ、これはね、あんまり作りすぎると PVP でネガティブになるから、まあ、作ってないってのもあって、そう、この14、13とか、12までかなの混合でやったから、まあ、それも弱かったんですけど、いや、でも勝てなくて、これもう歩兵上げた方がいいのかってね、昨日絶望してました。富山さん、前引いてた兵器用の将軍は使わないですか？制約持ちの将軍。あ、使いますよ。使います、使います。工場兵器の組み合わせがこれですね。T1 と、このパクなんちゃら。はい。
私、この舞台枠が5つしかないので、まあ、工場兵器もね、殴るよ。実はフニャディも引いたんですよ。この前。フニャディ引いて、まあ、フニャディを殴るようで組み合わせて、この女の人を、援軍用にしてとかも、まあ、できるっちゃできるんですけど、まあ、何でもかんでもね、制約をマックスオープンはできないので、基本的にはこいつを補佐に使おうかな、みたいに思ってます。あ、なんか工場兵器の防御力重なって効果発揮しないとか言ってる。変えなきゃ。はい。で、このね、将軍、基本的に赤い星を、2以上に、ワンチャン赤い星を1つけることはできるかもしれないですけど、2以上にできる気がしなくて、ティーチの方がね、まだ可能性あるかなと思って、ティーチをね、やってますと。はい。長谷川さん、歩兵だったら風林火山かアステか、CG なら平安が良いか、そうそうそう、CG の、私、平安を考えてたんですよ、元は。これね、平安時代のこの右下、平安京の小手。これ強いですね。工場兵器の攻撃力。と、敵のね、工場兵器の防御も下げて、工場兵器の射程距離がちゃんと伸びるっていうね、この平安京の小手。これがね、一応いいかなと思っていたんですけれども、そう、風林火山、よいしょ。風林火山。あれ風林火山。なんか左側だった気がしたのに。あ、いた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 。そう、風林火山ね、風林火山の攻撃時の、歩兵のね、HP と防御。でも、モンハンはね、HP と防御じゃないんですよね。多分火力なんですよね。でも、PVP でも使うんだったら、防御 HP だと思うんですよね。ここがね、ちょっとね、合ってねえな、みたいなのがあって。ね、で、アステカがね、見た目的にはね、良くて、そう。これ攻撃時の歩兵の攻撃と歩兵の HP とかが上がるね。このアステカの頭めっちゃええやんってね、ちょっとね、思っていて。はい。セット効果全兵士 HP もね、いい感じ。これがね、悩むところ。ボーイさん、ヘカテ勝手に中級上級にされて、それはなんかサーバーかなんかの決まりですかね。戦力で決まるんだけど、私もなんか、私最初に来た時からずっと上級にされてましたね。パン射撃兵レベル5、ヨルムンガンドが出てきてクリアできなかった。なんと。富山さん、私もヨルムンガンドで負けました。ヨルムンガンド、私出てないよな出てないよな。昨日、あ、違う、これは違う。ヨルムンガンドは出てないかもしれない。あと、テュポーンとかね、出ると積むって聞きますよね。化身系、何出たっけなそう、パーンだよな。これは味方のやつに出したやつだもんな。ヨルムンガンドとテュポーンは一応まだね、出会ってないですね。ヒドラのレベル4で、結構ダメージ食らったな、みたいなのがありましたけど、これか。化身パーンもね、騎兵はなんとかね、騎兵で倒すことができたんですけど、でもやっぱ痛かったですね。めっちゃ負傷兵作って、まあ、今日ね、王の対決の戦力向上だったんで、はい、病院がね、18日もあるっていうね、残念な状況なんですけど、これ回復するとね、なぜか戦力が上がるぜって思ってます。ウルムンガンド試してみたいな。でもね、私、あいつ、フェニックスは怪我しながら倒せるんで、ウルムンガンドはね、ワンチャンある気がしてるんですよね。ポンはさすがに厳しいだろうなと思っていて、ちょっとね、試したいなっていう気はちょっとある。はい、ということで、まあ、そう、とりあえず、候補としては、この風林火山の兜は、候補じゃないな。こいつは火力がね、上がるのをしたいけど、このコテは結構いいな。このコテ強っ。歩兵の
防御。攻撃時の歩兵の HP。攻撃時の歩兵の防御。小手強っ。で、頭さっき見た腰。全兵士の防御力、攻撃時の射撃兵の攻撃力、敵の工場兵器の攻撃力ダウン、敵の射撃兵の攻撃力ダウン。まあこれはそうでもないなあ。で、やっぱりこれは、まあ PVP は風林火山が良さそうですね。で、アステカ。歩兵の攻撃力、歩兵の HP、敵の射撃兵と部隊定員。歩兵と系の防御力、歩兵の HP、攻撃者の歩兵の攻撃力、攻撃者の歩兵の攻撃力あるのね。これ偉いですよね。やっぱアステカの頭。アステカの頭か。あとはね、平安京の、平安京の頭は工場兵器の防御。防御も重要なんだけどね。でもやっぱ基本は火力と射程だよな。はい。工場兵器の HP。で、腰は工場兵器の攻撃力。射撃兵と工場兵器の防御力。敵の歩兵と騎兵の防御力。攻撃時の射撃兵の攻撃力。純粋に工場兵器を強くするのはやっぱ小手が一番良さそうな気がしますね。工場兵器の攻撃力が上がるし、射程距離も伸びると。で、敵のね、工場兵器の防御力も下げるということで。やっぱ小手いいな、小手。はい。ということで、ちょっとね、昨日絶望ね、して悩んだんですけれども、歩兵は、もう増やす。そもそも T14 の歩兵が、そのね、2メガの枠に対して60しか歩兵いない、T14 の歩兵がいないのは、パーン14に対してね、ナメプだと、もう性能を上げたところで数が足りませんというところで、そもそも歩兵をね、増やさないと話にならないよねっていうところがね、やっぱ、あれなので、ナベさん、射程攻撃 HP 防御の順。そうですよね。そう、工場兵器はもう絶対射程がね、第一。射程がない工場兵器意味がないと思ってるので、基本的には遠距離から先に殴り勝つ。ですよね。いや、そうだと思うんですよ。だから文明装備も、射程がね、文明装備の方が長く伸びるのかわからないですけど、でもね、選ぶなら、まずはこれだろっていうところがね、ありますよね。はい。ということで、そう、もうちょっとね、歩兵は、もう改善の余地がある。バフ云々の前にそもそもデッキが足りてない。デッキが弱すぎた。っていうので、やっぱね、シージを上げよう。そう。逆に言うとそう、歩兵はドラゴンがいるんで、ドラゴンをね、ちゃんとつければそこでも上がるんですけど、工場兵器は専用の今ドラゴンがいないから、装備で頑張るしかないと。そう。だから、何でもね、できる。何でも、別に全部をね、100点は5億パー無理です。80点も厳しいけど、全部60点取れれば十分なんですよ、というところで、スールとはすでにノルウェーリッチを持ってるから60%の可能性があります。でも、エドワード・ティーチは、ここで文明装備をゲットしないと60点にも達しないかなというところなので、やっぱ総合やっぱね、CG を上げるのがいいかな。ちなみに、騎兵の PVP はね、飯直松先生ですね。はい、理由は当然です。かけらがいっぱい集まるから。はい、もうね、アレースの地さえあれば、いくらでも覚醒させたやつたくさんいるんですけど、いかんせんね、アレースの地も集まりが、ちょっとだけね、昔より改善した気がしますけど、やっぱ厳しいので。はい。本当はね、この辺も上げたいんですけど、カエサルがね、もう4にできるので、早く上げたいなと思いつつ、ということで、ちょっとね、いろいろごちゃごちゃ悩んだんですけれども、やっぱ結論は、平安京にしよう。泣くよウグイス平安京だっけ。ちなみに、今もう平安京なんか違うんでしたっけ。はい。私の子供の頃となんか年号が違うって聞いた気がします。が、とりあえず、やったバイキング。はい。ということで、私はね、PVP 大好きで、バトルフィールドもね、たくさん戦いたいなと思っているので、試し撃ちもね、
したいことを考えて、ちょっと平安京のことをね、今日は交換することにします。で、またね、多分、何ヶ月だろうな。文明ルーレットがすごい最近順調に来るんですよ。今までスキップすることあったんですけど、今年全然スキップしてなくて。ってなるとね、結構ね、制服装備って昔よりはね、集まるなという感覚がありますと。もう年内にもう一個交換できるかもと思ってるんですよ。ってなった時にね、うまいこと高量装備を引いていたら、高量装備を交換するし、高量装備を引けなかった時ですね、高量装備じゃなくて、またね、フリーダムをね、引く可能性もあるので、まあ、その場合にはね、ちょっと高量装備を交換せずに、かつフリーダムを交換せずに平安京2個目と。で、平安京2個目、何交換しようかな。腰と頭。これね、工場兵器の火力なんで上がらないんだろうねっていう感じですよね、頭。腰もなんか知んないけど上がらんすね。あ、嘘。一番上が工場兵器のコイルが上がんじゃん。じゃあ腰だわ。はい、腰ですね。きっと、はい、フリーダム装備を同盟ボスのね、リワードで交換するやつが、またフリーダムを引いてしまった時には、制服装備は平安京のレックアーマー、多分これを選ぶと思います。はい。そんなところで、平安京のコテ、これをね、交換しよう。わーい。ちょっと、なんか、いいボスいない？大丈夫？ということで、もうね、配信中に交換しちゃおう。どこ行った？ここだ。でね、これね、交換ね、皆さん気をつけてください。これ、しようってやって、引き換えの時になんかね、バッて出てくるんで、確か。平安京のレッグアーマー、コテ、平安京のヘルメット。引き換え。これね、これマジで気をつけてください。これね、マックス、マックスになっちゃうやつ。はい、ここでもね、マックスになっちゃうんで、ちゃんとね、30です、30。30の、この、引き換え。平安京のコテの巻物。よっしゃー、来たー。合成しよう。平安京のコテの巻物。確認。はい、ということで、どこ行ったの？ちなみにどこ行ったの？あ、装備か、こっちか。こっちに行くんだ。平安京のコテを作成するための必要な巻物です。文化遺産の文明装備より製造できます。ということで、やったぜ。はい。ちなみに製造は今はしません。はい。これね。ほい。ちょっとスケジュールに切り替えて。今ね、スーパー強化のイベントが来ていますが、順当に行くとね、今週の金曜日から装備製造のね、イベントが来ます。はい。ということで、そのタイミングでね、製造しようかなと。別に今ね、急がなくていいので、はい、ここまで話をしていた通り、別に工場兵器ね、めちゃくちゃ急いでるっていうわけではないので、ね、じっくり育成しようかなと思っているので、今じゃなくて、金曜日にね、作ろうかなと。で、そう、待ちに待った、あいつが来たんですよ。ね、これもうみんな待ってたでしょ？わかんない。私は待ってた。軍隊の招集復活しましたね。はい、ほんと戻ってきてくれてよかった。はい、このね、製造達人認定証その、先月までの2回の長期イベント、はい、2回分、軍隊の招集じゃなくて、なんちゃら軍備みたいなの来てましたけど、あれ、製造達人認定証手に入んなくて、ほんとね、ほんと残念でしたと。はい、製造達人認定証が足らなくて、足らなくてっていうか、一応あるんですけど、ストックをね、しときたいじゃないですか。これね、300必要なんですよ。アケメネス装備を、パルティアにするために。全部の部位やるのに300確か必要で、もう455しかなかったですと。で、ね、バイキングだけだと大して手に入んないじゃないですか。20しか手に入んないじゃないですか。ほんとね、来てよかった、軍隊の招集。ということで、軍隊の招集がね、帰ってきてくれたこともあるので、ストックがね、600ないですけれども、もうね、1個分パルティア装備にすることができるので、もうアップグレードしちゃおうかなと
はい、考えてます。ということで、このね、製造達人認定証を使う予定もあるので、まあ、装備製造はね、一気に、しっかり狙ったタイミングでやって、まあ、そうした方がね、ランキングに、ダラダラとやるようにね、ランキングきっちり乗った方がいいので、はい、次の製造達人の消費還元来たところで、一気にね、文明装備と、パルテア装備へのアップグレードやっていこうかなと思ってますということで、金曜日が楽しみですね。はい。神さん、わーい、ありがとうございます。やった。はい、ということで、文明装備4つ目、確定ですと。やったぜ。はい。ではでは、今日はね、そう話したいこと多分いっぱいあって、まあ、途中までね、話をしてたヘカテの話先しましょうか。これもね、おさらいみたいなところもあるので、はい。ヘカテイベントで来ましたね。これ1月とか2月に来て、2月のね、いつだっけ ?12、13だっけかな。そう、また、日付ちゃんと調べるの忘れた。確かね、2月の12、13か。2月の12、13かなんかに来て、それを最後にね、しばらく来てませんでしたと。ただね、4月に来たっていうサーバーも聞いていたので、いずれ復活するかなと思ってたら、ちゃんと復活してくれましたね。ちなみに、私は2月のヘカテスルーしたんで、今ね、その鍵が6って余ってるんですよ。昨日2個使ったんですけど。はい。このね、ヘカテの鍵とメガネって、消されないアイテムなので、まあ、復活するかどうかはね、ちょっと博打になっちゃう。もう来ないイベントってあるじゃないですか。ね、あんまり来ないイベントとかもあったりとかするので、ヘカテもね、しばらく来なくて、ちょっと不安だったんですけど、来てくれてよかったなって感じですが、そう、2月の時って、まあ、そもそももうファンの5とか出たら勝てないっていうのは分かっていて、T14 兵も全然いなかったので、騎兵の T14 も全然いなかったので、まあ、やってもしょうがないやっていうので、一回スルーしたんですよね、私2月。はい。スルーしたのに来なくて焦ってたんで、今日ね、今回来てくれてよかったんですけど、はい。このね、ヘカテのイベントが来てくれましたということで、私昨日ね、2回だけ挑戦しましたということで、1060まで来たので、まあ、あとね、今2回やれ、2回、まあ2回やんなくても、まあ1250のね、リワードは取れますと。で、重要なのは三日月ストアですね。はい。このさっきの月相の試練、このね、鍵と虫眼鏡は、次にね、持ち越しができるんですよ。ただ、このムーンライトトーチ、これはね、なくなっちゃうんで、期間中に交換しなきゃいけませんと。で、マリア・テレジアがね、これ、交換チャンス15回80って、これ、800、8540、1200か。1200トーチ使って、1200トーチ使って、かけらを15個集めるより、頑張って1800集めて、ね、これ、そのまま交換した方が得なんですよ。これがね、とても悩ましいところで、私ね、マリア・テレジャね、持ってるんですよ。はい。で、彼女ね、絶対補佐官として活躍してて、でも、まあ、基本的にね、覚醒したらもうメイン張れる。非常にね、いい将軍。で、これをね、覚醒させるかどうかを結構ね、これね、悩むポイントですね。でも私、もうカエサル育ててて、もうある程度育ててるから、もうね、路線変更できないんですよ。もう心中確定。はい。もう私はね、カエサルと心中するって決まってるんです。で、カエサル自体も、まあ、あと2回ぐらいね、マヤが来たら、もう、星5まで行くかなって思ってますと。ってなると、別に、カエサルでいいじゃんと。マリア・テレジアを頑張ってこれから集める必要ないじゃんっていうのが若干あって。もちろんね、モンハンのセッターとして、2つね、セットできるのが、まあいいかもしれないんですけど、別に、私以外に強い人たくさんいるから私がね、一人で複数も立てる必要ないでしょと。まずそんなに兵作らんよと。はい、作れませんよというところがあって、ってなると、マリア・テレジャー、私一人でよくないって今ね、ちょっとなってて。ね、ここに、ね、製造達人認定証っていうね、素敵なアイテム。で、今、ルーンが足らなくて困ってるでしょ。
で、エンブレム、この前爆死して困ってるでしょ。ねえ、みんな大好き行軍加速があるでしょ。ねえ、ゴールドもう無限に欲しい。これね、私これ下交換するんじゃないかなって今思ってます。はい。まあ、それだけでもね、だいぶ、なんていうか、こう、ムーンライトトーチ必要なんで。はい。ここね、すごくね、難しい判断。マリア・テレジャーをやめるのか、どうするのか。はい。これね、ちょっと悩んでます。はい。ちなみにね、このヘカテイベントね、ヘカテイベントの詳細は、あれですね、エボニーウィキさんに結構詳しく書いてくださっていたので、エボニーウィキさんを見ることをお勧めします。ちょっとね、今私がここで実演するのはちょっとね、タイミング的に良くないのでやれないので、はい。まあ、よかったらね、昔ヘカテイベントやった時、ちゃんとヘカテイベントってわかるタイトルにしてるので、それ見ていただけるといいかなと思うんですけど、はい。ヘカテイベントね、私、イージーかつ一番バフが低いね、やつを選択しても、まあ、この最後の城はね、倒せるんですけど、途中が結局辛くて、はい、さっきもありましたけど、射撃兵のパーンが出たら積みますとかね、あって、鉄砲も多分出たら積むんですよ。ってなるとね、そう、ヘカテはね、何を選ぶのが正解なんだろうがね、とても悩ましくて、私、そんなに今育ってないから、もうちょっとね、7月を超えると、なるべく、一気に兵をね、増やそうと思ってるんで、ヘカテに今頑張って、ね、兵をたくさん死なせて回復させたりとか、ラムネを無駄に使いするっていうのもちょっともったいないかなと思ってて、これね、1250取ったら終わりにしそうな、また鍵をね、余らすっていうことをね、しそうな気がしますね。はい。だって強くなってからやった方が効率がいいんだもん。途中リタイアないし。はい。っていうのがね、ヘカテ悩みどころですと。はい。でもね、しばらく来なかったら凹むんですけど。はい。マリア・テレジアを諦めれば別に途中でやめられるので、ちょっとね、これはね、しっかり、考えて、決めようかなと思っています。はい。メルコックさん。でもスタミナ消費は減るよ。いや、スタミナ消費は、みんな大好き、真田幸村さんで今減ってるんで真田幸村さんだったら、モンスターデバフがデフォであるから、味方の支援もできる。そう、これがね、もう、雪村艦隊を増やした方が、はい。まあ、今、雪村ね、今2つしかいないんですけど、こいつをね、戦勝記念塔のために星つけたりとかしてて、たくさん無駄遣いして、雪村艦隊2体しかいないけど。メロボックさん、私は今日誕生日プレゼントをもらいました。どういうことだどういうことだ誕生日だったんですか？おめでとうございます。プレゼント。なんか、いい将軍が出てきたんですか？なんか、ちょっと、これ参加しよう。はーい。カムイさん、イージーでラムネ連発して初めて最後まで来ました。ヘカテイゲット。ヘカテイゲットヘカテイゲットを、羨ましい。おめでとうございます。ヘカテイゲットは激強ですね。やべえ。あー、そう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 。ヘカテイ引くやつもやろう。ヘカテイゲットテレジアゲットどっちだろう。ヘカテイゲットだったらマジで激アツですね。これね、ヘカテイの式典。この祈り、月神の祈り、迷信のコレクションみたいなやつですね。はい。はい。これでね、ヘカテチャレンジができますと、これね、よいしょ。0.5% の確率でね、ヘカテを引くことができます。メルコックさん、条件として金使いまくるとなのかな、誕生日登録しろと言われて、誕生日迎えると無料ギフトが発生しました。それ聞きました。はい。それ、なんか X でめっちゃ投稿上がっていた。一度でも多分、課金したことがあるかなのか、それとも一定数課金したらなのかわからないですけど、そう、誕生日スペシャルパックみたいな、お得に、なんか、お得なそのギフトがもらえたり、お得な課金イベントがあったりみたいな、なんかそんなのがあるみたいな、それっぽいね、情報を見ました。そういうことですね。なるほど。おめでとうございます。はい。
まあ、すでに課金したことがある人にそういうプレゼントしてくれるのちょっと優しいですよね。はい。今から課金しろっていう煽りじゃなくて、すでに課金したことが、一度でも課金したことがあったら、一度でもなのかわかんないですけど、ある程度課金したことがあったら、プレゼントっていうのはね、ちょっとなかなかいいイベントしたなって思いながら私見てました、あれ。アメンタグさんこんばんは。コメントありがとうございます。さて、何の話をしてた？はい。まあ、ヘカテのね、イベントは、まあ、ご自身のね、強さと合わせて頑張りましょうというところですね。はい。まあ、そう、これね、このイベント結構大変だから、少なくとも計35以上ないと辛いイベントにはなってるので、ちょっとね、気をつけてくださいと。で、なんとかクリアできるレベルだったらね、頑張って全然いいと思うんですけれども、もう全然無理だよっていう方はね、この鍵がワンチャン取っておけるので、はい。まあ、今後ね、もう二度とイベント来ませんだったらごめんなさいなんですけど、一応そのストックしておくということができますんで、まあ、そこはね、ちょっと、あのご自身の判断でどっちがいいかっていうのを選んでいただくといいのかなと思います。はい。で、まだ、私3つ足らないですけど、これね、昨日、今日の2日間で、マックスね、30集まりますと。私、多分資源最終分でね、まだ、3個足りてないので、今57しかないんですけど、まあ、期間中にね、60貯まるので、6回引けるっていう感じになってます。150回引くとね、必ずもらえるらしいんですけど、まあそうじゃなくてもですね、一応ね、0.5% の確率で、その直接ヘカテをゲットすることができます。ってことで、もしかしてカムイさんはこれでゲットしたのかな？まあ、せっかくなんでね、引いていきましょう。これヘカテね、めっちゃ欲しいんですよ。女神像の専用担当官って酒場で出てこないので、はい、女神像の専用担当官、負傷兵の回復速度が10%アップし、偉い。中トン射撃兵と中トン工場兵の攻撃力、防御力が25%アップしますね。もう、強い。もうなんか、覚醒しなくても強い。はい。覚醒したらさらに強いんですけど、はい、もう本当にね、はい、いいことしか考えてませんということで、頼む出てくれ引いてこ。一番いらない。一番いらない。将軍エキスポ。あ、これは許す。食料か。まあ、木は嬉しい。うーん。うーん。あれ、なんか、急にゼロになったけど。まあ、いいか。あ、6回引けたわ。なんか、表示がバグってただけかな。6回引けました。はい。当然、ゲットすることができませんでした。残念、無念。はい。で、まあ、そのね、引いた後に、これね、いつもの、なんだ、あのヘカテじゃなくて、デューケのなんちゃらだとかね、それとかと同じシリーズ。まあ、レア担当館シリーズと一緒ですね。そのセカンドチャンスでね、交換ができますよという、いつものイベントになってますと。はい。で、まあ、このね、交換は基本的に、今欲しいものを交換するのがいいと思います。はい。ちなみに私はルーンが欲しいです。もうルーン交換しよう。はい。ルーンがね、欲しいのはこいつ。戦勝記念塔ね。まあ、先週もちょっと話したかもしれないですけどね。戦勝記念塔のね、特性をマックスにするやつ4人必要と。これね、なんか表示バグってて、4分の2になったり4分の3になったりするんですよ。はい。正確にはね、4分の3、今私満たしていて。よいしょ。これね、雪村ね。雪村もマックスになってて、なんかこいつがね、反映されたり反映されなかったりするんですけれども、まあ、今はとりあえず雪村と、ブーディガーまだ、ジョージと、エレクトラ。このね、3人がマックスになってますと。で、今次にね、マックスにしようとしてるのが、こいつじゃない。こっち。ガイウス・マリウスですね。もう、
ここね、2つマックスになってるんで、次最後ね、これだけ、マックスにすればいいんですけど、まあ、ちょっとね、足らなくて、ルーンが欲しいなというところ。まあ、単純にね、ジェムも16万必要なんですよね、これ天才。グラマスから天才上げるのに16万もジェム必要で、まあ、ジェム的にも厳しいので、はい、今期はね、上げないんですけど、でも、次の消費還元、資源の消費還元のタイミングにはもうできるかなと思っていて、そのタイミングでね、戦勝記念塔4にしようかなと。はい、もう一つの条件、6.5M 以上の将軍を同時に4分の3っていうことで、これまだ未達成なんですけど、これはね、ドラゴンの入れ替えで達成する、ドラゴンとか、文明装備のね、入れ替えで達成するっていうのは、もう分かってるので、はい。これはね、もうすぐ達成できるかなと思っていて、今ね、ルーンをかき集めてますと。で、ルーンをかき集めてる理由のもう一つが、このね、戦勝記念塔4に上げる条件で、特性のマックスが4人なんですけど、今度5に上げる条件。5に上げる条件で、特性マックスが6体必要なんですよね。で、そうなってきたときに、この一番左のやつがね、大変なので、はい、ブーディカのね、一番左、このワトリングのガイドの戦い、これをね、マックスにしようかなと思っていて、はい、これのね、ルーンが全然足りてないので、ルーンをね、今ちょっとかき集めてるという状況ですと。はい。一応ね、予定的には、ブーディカのこれがマックスになる頃には、さらにね、3体目、まあ、雪村をもう一人、特性マックスにするかわからないですけど、まあ、レジェンド将軍をね、特性マックスにして、まあ、やれるかなという感じですね。まあ、ちょっとレジェンド将軍でやるのもったいない気もしつつも、結局、ね、4つ目の特性をマックスにするのって、無課金的にはかなりきつくて、どうしようもなくて、でも戦勝記念塔ね、上げ得なんですよね、感覚的に。はい、戦勝記念塔を上げるこの将軍の基本能力アップ、これがね、私、重要だと思っていて、将軍の基本能力が上がるってどういうことかっていうと、制約システムがね、より達成しやすくなると。はい、このね、パック K でしたっけなんかわかんないけど、まあ、K じゃん。K ちゃんね、今一番下のやつ、マックスになってないんですけど、これ、君主レベル40になるか、戦勝記念塔上がると多分達成するんですよ。はい。まあ、両方必要かもしれない。でもね、戦勝記念塔を上げることって絶対こっちに制約に効いてくるんで、はい。制約のね、将軍が今後増えていきますということも考えると、やっぱね、戦勝記念塔ね、多分重要だと思いますと。あとね、戦勝記念塔上げると元老院のね、レベルも上げることができるので、はい。戦勝記念塔レベル4にしろよって言われてますけど、はい。戦勝記念塔をね、上げると、この将軍をね、セットできるやつが増えるので、今ね、2つ目、司令官まで行きましたね。はい。これがね、結局、行政庁のレベル上げなきゃいけないけど、戦勝記念塔で引っかかるという仕組みになってますが、はい。戦勝記念塔上げれば、将軍も上がる、制約のシステムも、上げやすくなる、制約で、置物将軍はセットできるっていうね、素晴らしい、サイクルになってるんで、はい。ぜひね、皆さんも戦勝記念塔を頑張って、狙っていくといいんじゃないかなって思ってます。はい。ということで、私ね、戦勝記念塔を前提に、いろいろね、上げてますと。はい。ちなみに、戦勝記念塔レベル6になると、赤いスターがね、ついた将軍5人必要だったっけな、確か。はい。今私ね、エレクトラとブーディカしかいないんですけど。はい。一応ね、カエサルはいける。で、途中で話しましたけど、スールともいける。はい。とかね。まあ、あとね、王の花道で、ひたすらかき集めている、はい、メフメトさん。メフメトさんまだいる。これ、はい。もう彼もね、すぐ星5できるんで、はい。戦勝記念塔のレベル5までね、上げるところまでちょっと、目指して今準備を進めていっての今、はい。年内にどこまでいけるかなーって感じですが、はい。いや、赤いスターは無理、しばらく。もうルーンの血が無理。ルーンじゃねえや、アレースの血が無理。はい、そんなところで。どこの話から脱線したっけな
ああ、そうだ。ヘカテの式典の名シーンコレクションリワード引換から来たんだ。はい。ルーンを交換しました。皆さんね、これ今日中、次のリセット、水曜のリセットまでなんで、これ気をつけてくださいというところですね。はい。あと、ヘカテもね、今日中なんで。ちなみにね、ヘカテの攻略についてなんですけど、これ、ね、こういうとこで、こういうとこでやりましょうね。はい。こういうとことか、こういうとことか。おすすめはね、四隅です。はい。四隅にワープして、ヘカテのイベントをやると、なんかこっちの方面には絶対出てこないんで、必ずこの、ね、このゾーンに出てきます。はい。探すのが圧倒的に楽になって、虫眼鏡不要になるんで、はい。まあ基本的に虫眼鏡なくても十分ですし、本当に困った時虫眼鏡使えば、ね、虫眼鏡使っても多分足りるだけ余るかなとは思うんですけれども、まあ、とはいえね、まあ虫眼鏡をガンガン使うのも、ね、本当に困った時に、なんか描画されない時があるんですよ。はい、そういう時にね、困っちゃうんで、虫眼鏡ね、まあ使い切る必要はないかなと。どうせストックできるし。はい。っていうので、皆さんね、ぜひね、世界の端っこに行って、はい。私の配信でよく世界の端っこを推奨してますけど、世界の端っこ行って、タイルを集めるって時もあるんですけど、ヘカテイベントも世界の端っこに行って、モンスターをね、出して、取りこぼしがないように、5分以内にね、やらなきゃいけないんで、で、失敗したらね、もう一回やり直さなきゃいけないんで、はい。推奨は世界の端っこでプレイすることです。はい。よいしょ。はい。で、ヘカテのイベントの話をしました。で、次に話があったのは、ホルスの掲示。視聴者数が60人もありがとうございます。ちょうど折り返しのタイミング、一番人が増えたタイミングなんで、ホルスの話。まあ、ホルスの話もね、そんなすることないんですけどね。はい。よかったらね、皆さんチャンネル登録や高評価していただけると幸いです。ということで、ホルスの話いこう。はい、ホルスの掲示ですね。今、4日間が終了して、残り1、2、3、4、5、はい、になってますというところで、ホルスの掲示、まあ皆さんね、もうすでに、このイベントが来てるサーバー的にはね、もうすでに、ご存知だと思います。このね、上のところに異形の心、極端崇拝みたいなね、このクエストに関するヒントみたいなのがあって、リセットタイミングからの、先に、終わらせた順位によって、自動的にね、クエストをクリアした順位で、リワードがもらえますというような仕組みになっています。はい。うちのサーバーでは、異形の心は S2K さん、極端崇拝はデュークさん、準備完了は APTX さん、今日の打倒聴衆はマティさんというところで、まあ、こういった方たちがね、1位になってるんですけれども、これが、この人たちは何をしたかというと、5回採取をする。1日には5回採取をするでした。極端崇拝は10回採取をするでした。準備完了は装備25回強化する。で、妥当な調子、今日ですね。はい。今日ね、まだ5時間後。これ、クエストが始まって12時間後にね、イベントの答えが、発表されるんですけど、この妥当な徴収は、徴税ですね、これ。はい。この徴税を25回だったかな。25回、20回、なんかね、そのぐらいをね、クリアしましたら、クリアになりましたね。はい。で、まあ、このね、話は、もうもうね、みんなのエボニーミキさんにすでに書かれていて、なんか、いろいろね、喋るより、もうエボニーミキさんを見ましょうと。はい。エボニーミキさんの PV を増やしましょうというところだと思いますが、はい。今日の場合は、徴税ですね。はい。資源の徴税を20回して、私は、8位になりましたと。はい。皆さんね、すごいですね。もう、基本的に情報は出回ってます。もう、想像が、まあ、そもそもね、想像できるなと思ってましたし。あ、月見さん、おつじゃる様です。ポチポチポチ。ありがとうございます。ちなみに、高評価を、
つけて外してつけてってやると、なんか内部レート下がるらしいんで、つけたままでお願いします。なんか、高評価したのに外すとね、なんか下がるらしいんですよね。戻しても。そう、多分、プラス1、マイナス2、プラス1みたいな、そういうね、カウントしてるっぽいです。まあ、そんなことしてないと思うんですけど、ありがとうございます。そうなんですか。そうらしいです。はい、YouTuber の方たちがそのように喋っていました。はい、なんか内部レートが下がるらしいんですよ。不思議。はい。ということで、まあ、今日のやつももうね、皆さん、ガチ勢は19秒、21秒、23秒、25秒、29秒、30秒、33秒、私は34秒。で、34秒、36秒、11位、38秒ということで、これね、10位まで、もう1位、1位と2位から10位までがね、この、ラインですね。はい。はい。この2位から12位まで、10位まで入れると、まあいい感じ。で、そこから先、11位から、50位ぐらいまでだっけかな。はい、が、また、報酬のラインがあって、また51以降の報酬という感じになっていますと。こういった、どっかね、リワード一覧があったはず。よいしょ。あった。右じゃん。はい。1位。1位だけ特別に高くて、2位から10位はホルスコインが12。まあ、11位から50位で、51位からということで、もう51位以降はもう全部一緒ですと。はい。そんな感じになってますと。はい。で、もらえるやつ結構いい感じで、エンブレムの宝箱ってなかなかこのゲーム的にレアなんで、で、安全資源ウルトラ箱もレアも美味しいので、はい。私ね、はい。今日は8位。昨日は6位。一昨日は3位。はい。これね、3位でね、なんかあたかもすごいアイコンついてるけど、関係ないんですよ。もう、2位と3位は一緒なんですよ。1位じゃないと意味がないんですよ、残念ながら。でね、これ1日目。1日目がね、これ残念ながら、お前、最新なんて毎日ね、しっかりやるんですよ。やるんですけど、私残念ながら46位で。はい。このね、これ土曜日だったでしょ確か。土曜日ね、私クライミング、ボルダリングクライミングをやったのか。そう、ね、壁登ってました、私。はい。土曜日は壁を登って、壁の岩を登って、ロープとかね、使うやつもやりました。はい。クライミングをやってて、かつ、その後、なんか餃子食べ放題でめっちゃお酒飲んでました。もう無理です。はい。まあ、無理ですとね、言いつつ、まあ、18時にはやってますかね。はい。でもね、これね、もう普段だったら別に4時台にやってて、クリアしてそうなんですけどね、残念。1位じゃないとダメなんですか？ 2 位じゃダメなんですか？ダメなんです。なんと、ダメなんです。はい。ということで、残念ながら、初日だけね、逃したんですけど、まあ、それ以外はね、基本的に私、リセットから1時間以内ではだいたいクエストほぼ終わらせるのが多いので、まあ、まあ、仕事中の時はね、だいたい厳しいから、まあ、6時までになっちゃいますけど、はい。ね、土日は有利だったのにね、ダメでしたね。はい、ということで、このイベントは、まだね、5日間、あります。1、2、3、4、5。はい。で、これうちのサーバーね、もう、対応表はもうすでにエボニーミキサーに上がってました。X でもね、皆さん、まとめたものを公表してくださってる方たくさんいらっしゃいましたし、もうすでにエボニーミキさんにもね、上がってますということで、まあ、ご自身のね、ところは、見てもらうとして、まあ、まあ、積み重ねとかはね、これも資源の調整ですし、万円艇みたいなやつ、これはゴールドの方。で、協力試合はね、お助けですね。で、エリートの特訓は将軍の強化。で、準備万端は、部隊訓練みたいなね、そんな感じで、まあ、なんか決まっていますと。はい。ということで、まあ、もうすでにね、ネタは割れてるので、もういかにリセット後に、早く、ね、達成するかっていうね、リセット後に、まあ、うまくスタートダッシュでやれるかと、タイムゾーンゲーみたいな感じがありますよね。はい。タイムゾーンがずれてる人は、もう頑張ってね、あれでやるしかない。時計とかでやるしかない。はい。で、ちなみに、このイベントのえぐいところは、この
サーバーでまともにやってるのどのぐらいかなみたいな。これ200位しかまだ表示されないのかな。さすがに200人しかいないっていうのはないよな。はい。これがね、200位までしか表示されないですね。これが200より少なかったらやばいっすよね。こういうのって、同盟内とかでも情報共有されるので、これやばい。やばい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 。はい。昨日の準備万端ね、準備万端も終わっちゃってますよ。装備を25回強化。はい。これ、うちのサーバー113人しか達成してないですね。はい。うちのサーバーね、トップ同盟とかに2個の同盟100人とかね、90人とかいますと。まあ、どれだけオルトが多いか。でも、オルトでもやったりするだろうからな。はい。これ、9万9999、99万まあ基本的にサーバーにいる人全員に配ってくれるようなね、イベントで、ワールドチャットでもね、答えを書いてあったりとかね、したんですよ。でも、113人しか達成してないっていうね、なかなかえぐいですね、これね。はい。ちゃんとプレイしてるアカウント数がわかるイベントだなと思っていて、200位までしか表示されたいんだと思ったけど、そう、113位で止まっちゃってるっていうことは、それしかやってなかったということですね。はい。えぐい。えぐい。はい。ちなみに今日の徴税のやつは138ですね。徴税ってクエストの一部だから達成して良さそうだけど。明太子さん、表示は200位までですが、本人にはメールが届くので、誰かが人柱で10時近くにクリアするとわかります。そうですね。メール来てましたね。メール残したっけな。へーって思って残した気がするけど、残してないや。でも、今日、今日もだってステージランキングリワードより前にもらいましたからね、私ね。おめでとうございます。刑事クエスト、妥当な徴収で第8位に入賞し、以下のリワードを入手しましたってね、これ来ましたね。はい、だから多分300位とか400位でクリアした人は、ここがね、ちゃんと数字が入ってくるんでしょうね。はい。そこでね、イベント面白いんですけど、ネタが割れたら別に、なんていうか、ただ、ね、リセットタイミングどれだけ、やるか、みたいな、通信がぐるったらちょっと遅れるみたいなね、ゲームになっちゃって、もったいないなって。なんか、この、活躍度クエスト、まあちょっと、ね、建設とか敵兵の撃退をね、当てがわれるときついんですけど、なんか、通常やるアクティビティでもうなんか別にヒントなしに、今日はこれでしたをヒントなしにやればよかったのになって思っちゃうんですけど、はい、これね、どっちみちタイムゾーン的に不公平が存在してるので、なんか別に答えが分かったログイン系にする必要なかったんじゃないかなって思いつつ、まあ、このイベント自体はね、私は面白くて好きなので、はい。もうネタが割れちゃってあれですけれども、はい。まあ、そもそもね、ネタ割れるも何も、読めば推測できるなってものだらけだったんで、あんまり関係なかったですが、うん。まあ、なんかただでね、引き換えストアで、交換ができるので、まあ、いい感じだとは思いますが、はい。引き続きね、残り5日間頑張りたいなと思います。5日間、6日間か。1、2、3、4、5。あと5日しかないけど。あれか。リワード引き換えが6日間。最後の1日はリワード引き換えタイムね。だから6日間なんだ、これ。はい、ちなみに、これね、重要です。これ。イベント終了後、ホルスコインは消えません。はい、これね。このイベントでとても重要な単語になります。はい。今回のこのコインは消えませんと。まあ、消えないけどね、次いつ来るのは別に明示されてないんで、ね、次来るのは1年後ですとか言われたら最悪なんですけど、風俗とかね、2年3年来なかったらしいですからね。はい、ただ、このホルスコインをしっかり集めて、何回かね、イベントを繰り返すことで、この歴史の名称、引換書、このナルセス、これがね、もらえる可能性がありますよというところで、ちょっとね、お優しいですね。はい、この
エピック証明書の引換証もね、交換ができるので、もう全然足らないよって方はね、これで交換してもいいと思いますし、はい、一応、今日の感じでいくと、私大体ね、10位から10位ぐらいにはまあ頑張れば入れるかなとは思っていて、はい、会議中の日はね、厳しいかもしれないんですけど、はい、まあでも12とかでしょ。だから 12×5 でまだ60もらえる可能性があるでしょってなると、このイベント期間で100ゲットしますと。8回か。このイベント8回来ないと交換できねえのか。ちょっとこれ悩むな。8回は無理じゃね。はい、ちょっと悩みますが。はい、まあね、このナルシスが、まあ、もらえるかもしれませんというところで、当然私は持ってないので、ちょっとこれ欲しいので、まあ、交換せずに貯めようかなと一応思っておりますと。ただ、なんかの、このね、この戦術の巻物とか喉から手が出るほど欲しくなるかもしれないんで、その時に一気に交換する。ね、可能性はゼロじゃないよと思いつつ、はい、このホルスコインをね、貯めることができるので、まあちょっと私は貯めとこうかな、みたいなのをね、ちょっと思ってますと。はい。もう別にね、ホルスコインの引き換えを後回しにしたところで、そもそも毎日のリワードが美味しい。もう頑張ろう。はい。もう一応ね、日本は比較的タイムゾーン的には恵まれてるかなというところだと思うので、まあ4時5時はね、ちょっとね、大体皆さんね、仕事をしてると思うので、あれなんですけれども、はい。ね、仕事だったりなんだりあると思うんですけど、ちょっとその瞬間お腹痛くなる感じですね。なんかリセット間近になったらちょっとお腹痛くなってトイレ行っちゃうかなっていう感じで、はい、ぜひ頑張ってもらえたらと思います。ソダタモンさん、ゴジラバッジのような。そう、ゴジラバッジね。ちなみにゴジラバッジはもう来ないと思う。もう何回も言っちゃってるけど。そう、でもね、そう、ゴジラバッジみたいに、もう来ないっていうのが全然あるんですよね。もうそれ怖くて、はい、ねえ、金融じゃないですけど、もらえるものは一刻でも早くもらって、支払うものは一刻でもね、長く、支払いを遅らせてっていうのがね、正しい気もするので、はい、リワードをね、交換して、それを有効活用する方がいい場合もあるので、まあ、何がね、正解かっていうのはね、ちょっとね、難しいかなとは思いますが、はい。そうなんですよ。このホルスのケージがね、運営の気が変わってこなくなったらね、もうナルセスなんてただの見せ玉で、みんなに交換させねえみたいなね、はい、ことも、運営のさじ加減なんで、はい。ご利用は計画的に。まあ、イベント自体はね、すごく、得も多いですし、面白いのでね、ぜひ、皆さんね、頑張りましょう。はい、あと、輝かしい装い、これ、ラインクイーンメリッサーニ。はい、来ましたね。もうなんか、豪華ですね。宝塚みたいな感じになってますけれども。はい、私持ってないんだよな、そもそも。一応、期間中に、このね、30個、いつものね、このトーチでしたっけなんかこの、食材みたいなやつがね、集まりますと、モンハンから20、資源最終から10、私はね、もうすでに集まってますと。で、新一加藤野さん、コンジャルはコメントありがとうございます。初コメありがとうございます。工藤の新一じゃなくて加藤の新一なんですね。はい。これね、私、メリッサに持ってないんで、こっちのね、このアイコンをクリックすると切り替わりますと。はい。これね、こっちだと、このプールの詳細見てもらうと、このスキンがもらえますよ。で、英雄の偉業、こっちクリックすると、本体がもらえますよという風になってるので、私ね、メリッサに持ってないんで、こっちやろうかな。はい。まあ、ちょうどいいんでね、配信中に引いていこうと思います。頼む、頼む。あー、嬉しい。木と石。嬉しい。はいはい、いろんなやつが。もう将軍エキスポ、本当に外れたからやめてほしい。空白をクリックしてそこ。はい。で、最後。ほんと将軍エキスポはい。まあいいや。
はい、将軍エキスポがね、たくさん出て残念でしたけれども、まあ当然当たりませんでしたと。いうことで、でもね、確率自体は多分そんな悪くなくて、まあ0.2%。ヘカテよりは低い。ヘカテよりは低い。はい。けどね、運が良かったら当たるレベルかなというところで当たったっていうのもね、聞いたりしてたんで、はい。これもね、イベント、まだまだ時間ありますけど、忘れずに引きましょう。ペソンペさんさん。以前も質問したのですが、都市内での攻撃力とか防衛時、駐屯の中でも駐屯のがなんとも納得できないのです。まあ、英語版で表記揺れしてるんでしたっけ？どうしてもね、その翻訳の関係で、所詮、エボニー翻訳なんで、レックスが戻ってきてる。まあ、ちょっとね、そこはね、どうしようもないですよね。めっちゃヒドラやってていい感じ。そう、まあ難しいですよね。なんか、私の兵すげえ戻ってきてるな。途中に出してたのに。それね、めっちゃ表記揺れしてますよね。ただそう、防衛時は、ね、援軍出してる時も防衛時で、だけど、駐屯兵もね、自分のところの駐屯の場合もあるし、援軍の駐屯もあるので、そこが難しいですよね。射撃援軍1位のね、このイーデンさんとかそうですけどね、これね。もう彼女に至っては首都外で防衛する際に、なので、はい、味方の城の援軍とか、これ建物、コンスタ城とかね、そういうところで、効果がありますよってやつですけど、まあ、もうね、あれですよ。1たす1はなんで2なんだみたいなのをね、悩んでもしょうがなくても、そういうものだと思うしかないと、私は、飲み込んでます。はい。リンゴはなんでリンゴなんですか？なんか最初の人がそう決めたんですみたいな。エボニーの翻訳がバカだったんですというね。はい。これ舞台を率いて場外で駐屯する際にっていうのもね、これ自分の城の中じゃ効力発揮しないけど、はい。建物とか援軍で、防御をね、すると、効果がありますよということでね、ちょっとね、わかりづらいですよね。はい。もう本当にね、わかりづらい。英語の表記揺れがあまりに多いので、はい。もうね、もうその話、中でね、私一番わかりにくいのはこれですよね、これ。サーバー戦争中に1回に限って蘇生させた兵士の戦力アップします。これマジわかんないですよね、これ。この文章マジで翻訳ぶっ壊れてんなって思いますよね。はい。一回死ぬと強くなるってドラゴンボールの世界ですかみたいな、そんな感じにしてくるけど、別にそんなことなくて命の源の効果がアップするよって、ただそれだけなんですけど、もう非常にわかりづらい。本能寺さん、こんばんは。仕事終わって今出張中です。今日は朝まで満足かなあ。朝まで満足お疲れ様です。今なー。うち、ちょっと満足がやりづらくてなー。ちょっと、あれなんですけれども。まあ、その辺はちょっと後で話すか。そう、蛮族はね、リソースが美味しいので、ね、ぜひぜひ。ペソンペソンさん、お城の飾りのでかい城のバフ内容を見ると分かりやすいというか分かりにくいというか、駐屯や防衛時やらいろいろ種類あります。ちょっと私に縁がない、あれですね。この装飾の、これチャンピオンとか、ここね、使用してアクティベート、所有してアクティベートでいろいろありますよね。都市内での攻撃力25%、王城を防御する際に敵の部隊の防御力マイナス10%。この辺ですね。そう、都市内での攻撃力。これ日本の属州都市もね、なんかそういう書き方してますけど、これ詳細のね、日本を見に行くと、これね、首都兵の、違うわ、これまた違うわ、首都兵の攻撃時の攻撃力だから、はい。これ、何かっていうと、属州都市の兵士は火力上がんないよっていうね、あの、よくある訓練で育てた兵は強くなるよっていうね、そういう
あれなんですけど、これもわかりづらすぎますよね。はい。やべえ。なんか、人気の付け替えミスってた。都市内の、都市内の、どこだっけな他にもなんかありましたよね。これか、都市攻撃。都市の防衛軍のクールカップ。とかね。いやー、そう、翻訳はね、ちょっと、あの、まあ、リアルタイム翻訳すごい方だと思いますけど、なかなかそのコミュニケーションロスとか、あとマイナス、全く真逆に翻訳してくれたりとか結構やってくれますよね、これ。わかりづらすぎる。こういう、こういうのなんか、ね、ローカライズもうちょっと頑張ってほしいなって思っちゃいますよね。ドルシネあげてなかった。ナベさん、それは一番の怪文書だった。いや、本当ですよ。なんか、駐屯兵とかは、なんかわかりづらいけど、ギリギリ納得できるかもしれないですけど、サーバー戦争中に1回に限って蘇生させた兵士の戦力アップします。これマジで怪文書すぎて。ゲームの理屈に合ってねえだろって始めた頃に本当にこの文嫌いでした。まあ、英語で見たらわかるところはあったんですけど、はい。まあ、やめよう。吉田さん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。本野さん、エボニー曰く日本語が話せるスタッフがいないとのこと。散々課金させてる中で雇えばいいのにって思いますが、日本語を教えたらバフ100%とかつけばな。ちょっと、私を開発陣に雇ってもらえたら、とりあえずくだらない UI を日本語の翻訳変わるから、ついでにゴミクソみたいなシステムを修正させる権利を。はい、まあ、いいや。何の話をしてたっけ何の話をしてたっけえっと、輝かしい装いだった気がする。はい。ミリッサーニ、残念ながらゲットできませんでした。ミリッサーニね、欲しかったんですけどね。はい、この、行軍速度が欲しかったです。この協力制約の行軍速度が欲しかったです。まあでもね、この3人とも持ってないんで、育てられないんですけど、はい。いつかのワンチャンにかけて欲しかったですけど、引くことができませんでした。皆さんは期間中に、あの、引かないとね、まずは、チャレンジしないと当たらないんで、はい、ぜひ引いてください。はい、あとね、オークションいつも通り来てるんですけど、これオークションね、やばいんですけど、もうログないかな。私ね、VIP 本をね、買ってるんですよ、可能な限り。22万も高いて。はい。今日の昼とかね、40万落札とか27万とかさ、また高騰してるのは何なんですかね。VIP 本すごい高騰してんだけど、今日40万落札見て、はぁってなってました。もうなんか、普通に課金したらこっち増えるだろ、それっていう。さらにやってんのかな。はい。前報告したっけな、そう、VIP 本をね、オークションで頑張って買って、やっと14になりましたと。でね、基本的に私の目標は15なので、もう15以降はもうちょっと、魔界なのでやる気なくて、はい。ただ15にするとね、属州都市が1個増えるので、属州都市と、あとこの行軍、部隊のね、設定がね、1個増えるので、VIP15 がとりあえず、私の目指すラインで、VIP 本をね、毎回の長期イベントで買っていけば、一応年内にはね、終わるっていう計算してたんですよ。と思ったのに、もうなんか知んないけど、20万超えの落札増えてて、何考えてんだって。これ、去年、去年なんか、9万とかの落札だったのに、どういうことみたいになってて、はい、ちょっと悲しいです。悲しいです。はい、ちょっと、無理かなって思ってます。よいしょ。なんか強い人が出てたけど、なんか戻ってきたので、バイキング倒してほしいな。倒してくれてた。わーい。サダタモンさん、最初の方拝見できてないですが、軍隊の招集の製造人認定証なくなりました。なくなってないですよ。
むしろ帰ってきて、やったぜっていう話をそうしましたね。はい、軍隊の招集ね。まず、こ前2回の長期イベントでは、この軍隊の招集と同じアイコンで、なんちゃらの軍備みたいなね、謎のイベントで、どちらかというと、駆け出しワールド用のね、イベントみたいな感じだったんですけど、軍隊の、私たちの軍隊の招集が入ってきましたと。で、このラグジュアリーボックスですね。はい、これの、最初の4つまでに製造立ち認定証入ってます。ので、10。5のやつで10、10のやつで10、30のやつでも10、50のやつでも10ということで、で、70ではね、もらえないんですけど、この軍隊の招集のイベントを50までやることで、40個製造達人認定書をゲットすることができますということで、はい、軍隊の招集もなくなってしまって、1週間でバイキング、ヘルモードで20もらうしかないのかって絶望してたんですけど、これでね、やっと、この40ね、ここでちゃんと獲得できるようになったんで、製造達人認定証は、本当に、本当戻ってきてくれてよかった。あ、和樹さんこんばんは。そう、もう本当ね、軍隊の招集戻ってきてくれてよかった。マジで。そう、私はこの70をね、クリアしたかったんですよ。はい、このね、実績、実績、実績。実績の反映に、ね、軍隊の招集を10回クリアする。もう10回クリアするのしんどすぎるんですけど、でも、やっとね、これをね、クリアできるかもしれない生産力を手に入れて、これを目指してね、上げてたのに、目指してやっといけそうだっていうところでね、なくなって絶望してたんですけど、帰ってきてくれて本当によかった。はい。ということで、軍隊の招集ね、ただ7月に 20B 消費、7月か8月あたりに 20B 消費やろうと思っていて、その時にこの軍隊の招集をね、全クリしようかなって思ってます。はい。ということで、安心して、ね、アカミネス装備をパルティア装備に、アップグレードできるようになりましたんで、ぜひね、強化していきましょう。エピック。はいはいはい。あと、巨人の知恵の神殿また来ましたね。はい。このイベント楽しくて好きです。はい。まだね、やってなくて、今日まだ2個集められてないんですけど、今日までね、あのー毎日ちゃんと10個ずつ集めてると、今日で80個になるはずだと思います。ということで、まあなんかせっかくなんでね、ここでやっていこう。まあ最初のね、ラウンドは、1がね、4つあって、結構ね、厳しめですと。このね、1を当てるのはね、もう本当にただの運なんで、はいはいはい。あとはどこだい？違った。ええ危ねえ。危ねえ。十分痛いけど。わーい。じゃあステージにはステージにはね、この長いやつがいっぱいあるんで、まあ、推理しがいがあるなっていう、必ずね、引っかかりそうなこういうところをね、とりあえず狙っていくと、まあ、こんな感じで綺麗に見えるよねと。さあ、あとは、あと2マスのやつ。この中でヒット率が高いのは、ここ。うん。だよね。はい、OK。よし、これは最速クリアかな。で、ここよ。ここがね、クソゲー。ここクソゲー。こう前回もハマりました。このね、1、2つがね、マジでどうしようもない。まあ、これは、まあ、4マス、3マス、2マスみたいな感じがあるので、まあ、同じくね、この辺からね、削ってって、はいはい。枠に余裕があるんで、まあ、先にクリアにしてしまおう。はい、あとは、
ここも運ゲー、そう、ここも運ゲーなのよな。もう本当に。1、1、前回もね、1が本当に無理で当たんなくて。あ、やばそう。あ、よっしゃ、1引いた。もう1引くのが嬉しい。はいはいはい。あと1。よっしゃ早かった。これいいよ。今回調子いいよ。もう前回ね、なんか残り3ぐらいまで溜まったんで。で、2、24みたいな感じだから、まあ、この辺とかかな。期待値がね、高そうなところを割っていって、この辺と、この辺と、あ、もう関係なかった。この辺と、この辺と。はい。っていうので、はい。この面はね、なんていうか、狙いがいがあるので、もうここのゾーンは確定したので、あとはまあ2マスがね、2マスがあるんで、まあこの辺を叩いていくか。はいはい。4マス。で、あと4マスがきっちり入りそうなここだけど、ここに、まあ、2マスの縦のパターンもあるので、ここを殴ると。ってなると、4マスが確定したねというので、あとは2マスが2つ。2マスがここにあるか、この辺。まあ、この辺にね、1個ぐらい潜んでそうだから、なんか適当に叩く。ない。あ、ないっぽい。これ縦あ、縦だ。じゃあ最後はここか、ここ。どちらにこちら。はい。こっちでした。はい。ということで、最後のね、ステージ4ももう、明日全部開きますね。はい。まあ、なんか今こんな感じで、なんかさっさかさっさかやっちゃいましたけれども、まあ、基本的にはね、このマス数的に期待値が高いところっておのずと決まってくると思うので、まあ、そこからね、開けていって、まあ、開けたやつの残りから推測して当てはまりそうなとここかなみたいなのをね、削っていくゲームかなと、はい、思いますということで、そこのゲームね、楽しくて私は好きです。運が良かったらね、この特集都市将軍の次戦宝箱がね、もらえますんで、はい。毎日ね、10個、このピッケルみたいなやつ、はい、切りはい、集めていきましょう。ということで、また明日以降も頑張ろう。はい。で、その他のところ、これね、アウステルリッツベッティングってね、名前になって、開くとカタラウヌベッティングってなったのね。これね、はい、これ運営の怠慢です。もう直せよっていうはい。私ね、また投票するの忘れたんですけど、多分最終ラウンド以外投票しないかもしれません。はい。選ぶの多すぎて大変なんだもん。はい。また、投票ね、するよりもそもそもベッティングショップでね、交換した方が利回りいいんじゃないかって思っちゃうところはあるんですけども、めちゃくちゃね、増えたりもすると思うのでね、はい。よかったら、あとね、ひいきのね、方が、いたりするときにはね、これね、やってもらうといいのかなというところですかね。期間超えるとなくなっちゃうんで、はい、忘れずに。まあ、今回ね、ワンチャン消えないかもそのまままたオールスターが始まるので、もしかしたら消えないかもしれないですけど、まあ、消えると思ってね、コインのね、交換しやすいには気をつけてください。はい。で、それ以外のところは、まあ、特にはいいか、ないかな。またなんか公爵の秘蔵みたいなやつが来てるけど、これもう全然開かないやつなんで、どうでもいいですね。はい。で、これね、名称召喚の、これね、マーリン欲しくて、私。これね、待ちに待った射撃兵の制約持ち、しかも攻撃時って書いてあるやつで、ちょっとね、で、エレクトラと組めるらしいんで、ちょっとね、これね、後でね、溜まってたプレミアム券引いていこうと思います。はい、で、北方からの侵略者ですね。これ今、
やってますということで、いつも通り、私はまあ10回ね、殴ってリソースを回収してるんですけど、まあ、今回に伸びが悪いですと。これちょっとね、理由がありまして、はい。ちょっとね、うちのね、同盟、今絶賛戦争中みたいになってて、ほら、これ、なんか、邪魔してるところがね、来ているんですけど、もともとのね、同盟の建物ここにあったんですけど、破壊されて、なんか関係ないやつに真ん中取られて、とかなんかごちゃごちゃしてて、キルイベント終わったんですけど、今 BOB サーバー、まあ BOB というか一方的に攻撃されてるっていう状態でね、結構今同盟的に大変な状況になってるんですけど、このゲームの素晴らしいところは、バブルしてたら絶対に損しないんで、まあ、ひたすらね、バブルを維持しようかなと。で、バブル維持しようかなは若干嘘で、私、高速落とし回りをしてるんで、はい、このね、蛮族の、城をね、5個とか10個とかピックアップして、一気に開けて、占領せずに開けて、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 開けてバブルみたいなね、なんかね、そんなのをね、やってます。はい。サーバー戦争でね、似たようなことをひたすらやってるんで、いつも通りって思いながら、はい、そんなことをしていて、まあさすがにね、その占領をしてると危ないので、占領はできないかなというので、まあ開けて回ってね、まあバーブはね、一番の目的は、資源回収なので、はい、しっかりね、美味しく資源を回収していこうかなというところ。まあそれもあってね、まあ今回の北方からの侵略者はみんなね、順位が低いという感じになってますが、はい。まあまあ、あとは、まあ、王の花道は、まあ、いつも通りですかね。これこそ、軍隊の招集と違って変わってくれて構わないんだけど。メフメトもうちょっと欲しいけどね。はい。まあ、王の花道いつも通り来てます。観覧車、なんか観覧車がね、いっぱい出てますが、まあ、一応キャンディーがね、それなりに、スタミナ4の割には、まあ、悪くないのが出るかなというところ。なので、スタミナをね、余らせるぐらいなら、このキャンディーをね、取ってもいいのかな、みたいに思ってます。はい。で、あとは、これ、後家の栄光ですね。はい、いつもの PC 版でね、プレイしてよっていうね、運営の推しイベントが来ましたということで、はい。私はね、PC でのプレイが多いので、はい、今日で480分終わりました。エピック歴史の名称の件と、合計 AGM が6個、HM ゴールド4というところで、やったぜ。はい。一応ね、毎日 PC でログインしてるので、今日まで毎日やってると、この5日間ログインのとこまで行ってると思います。はい。で、ね、最終日まで行くと、それなりのね、アレースの地とか、ルーンがゲットできるので、PC からログインできる人はね、忘れずにやっていきましょう。本能寺さん、満足、自分も一人だけ攻撃してくる輩がいるので、警戒しながら戦挙してますね。攻撃の瞬間はよほどでない限り攻められないので、10回必ずやるようにしてます。無課金的には重要なイベントなので邪魔しないでほしいですよね。いや、そうなんですよね。そうなんですよ。そう、まあ、攻撃して逃げてるだけだったら、本当によほど高速じゃないと殴ってこないですし、で、私、大体は一応一撃しはしない作りにはなっていて、はい。あのそのラリーをね、受けるような、暇でアタックしないんで、はい。すぐにワープするんで、大丈夫なんですけど、そう、選挙はね、厳しいですよね。はい。でも、頑張って選挙してるんですね。まあ、相手がね、寝てる時とか、一人だけっていうことであれば、寝てる時にね、やればいいかなと思うので、なんとかなるのかもしれないですが、私はね、ちょっと、なんか同盟間戦争みたいな感じなので、ちょっとね、なんかあるとだるいんで少し安全に、少し安全に、本当に安全だったら3日間バブルしろよって感じなんですけど、はい、私は全然、枯れてる城とかも殴りに行くんで、はい、24時間バブルとか8時間バブルを組み合わせてね、やってます。和吉さん、いいな。和吉さん、PC ないのかPC ないですかね。なんとか、なんとかね、PC、はい、でも和吉さんには満喫を推奨できない気がする。
そう、ワンチャンね、満喫でログインっていうのができるかなってのはあるんですけど、ないのは厳しい。ないのは厳しい。そう、これね、このイベントそう、もう何回も来ていて、そう、3日目でね、アイテムがもらえるんですよ。これね。はい。このラカンの後継草園。で、これで使用するとね、これからもアレースの血が出るっていうね、その、良きイベントなので、そう、なんとかね、あのー親兄弟、友達の PC をね、借りたりしてなんかやれるといいんですけど、まあ、とはいえね、しづらいかなというのもあるので、はい、いつか。天馬さん、お通じあるです。コメントありがとうございます。今日は、今日は特にイベントが、コラボイベントとかなかったのかな。本野さん、このゲーム結局人がやるので、ナップサーバーがある日ボブになったりしますよね。困ったもんです。いや、そうなんですよ。まあ、てかね、戦争ゲームなんで、まあ、致し方ないかなとは思っていて、サーバーのマージとかもあるし、で、マージした先がね、ボブだとして、ナップかけるボブは絶対ボブになるじゃないですかっていうのもあって、もう基本的にはもう、いつボブになってもしょうがないかなっていうふうに思ってますと。それもあってね、私、優先すべきは攻撃力より防御力だなと思って防御力を上げていたので、はい、そう、防御バフを絶対上げるし、防衛感も先に強くするし、女神像のレベルも上げるし、研究も必ず、この回復系ですかね、魂以下率を上げるしっていうのを、ここ、その、死なないように、死んでもなるべく復帰やすいようにっていうのがね、やっぱまず上げるべきかなって。病院をね、だから今期36にする予定なんですけど、そう。でね、魂の伴侶もね、この、サーバー戦争中のもう謎の文言のやつをね、上げようとしてるんですけど、そう、もうね、ゲームの特性上ね、仕方ないので、やっぱりね、もう、基本的にはモブになるかもしれないと思いながらね、やるしかないかなっていうのが個人的な、はい、考えです。今ナップだからってね、明日もナップとは限らないので、ね、サーバーを収めてたね、強い人が、中の人が入れ替わったら、殺人鬼になってましたっていうのが全然あるゲームなので、はい。で、これね、私、たびたび喋ってるんですけど、前も戦争ゲームやってたんですよ。で、前の戦争ゲーム結構エグくて、こんなバブルというシステムはなかったんですよ。日本限定のゲームだったんで、深夜の1時から朝の7時。この深夜の時間帯だけ強制停戦だったんですけど、システム的な停戦、アタックができないってなってたんですけど、でもそれ以外はもうバブルなんてものは存在しないと。だから兵を空っぽで置いといたら、速攻空にされて城を壊される。属州都市で、このゲーム属州都市奪われるとかですけど、あの、属州都市、壊して回られるとかね、復活できないんでだいぶえぐいゲームをやっていて、なんかその経験があるので、バブルあるの優しいなってこのゲームを始めた時に思ったぐらいなので、バブルがね、あるだけ、ちょっと幸せだと思うんで、もうね、バブルはね、ケチらずにね、ギリギリで更新しようとせずに、オーバーラップしながらね、更新してね、皆さんにはもうぜひ死なないようにプレイしてほしいんですけど、うちのサーバーで結構ね、燃やされる人がいて、まあ、普段ね、ナップだったから、キルイベント終わって、そのまま3日間バブル解けちゃいましたっていう方が多分いっぱいいたんですけど、そう、急にね、戦争になったりとかするんでね、やっぱり定期的にね、ログインしてメールを見るしかないかなっていう感じがするなっていうのがね、ここ最近の出来事ですね。サダタモンさん、私も最近 PC と連動に成功しましたが、サブに入れなくなりました。そのトラブルもよく聞きますね。でもなんか、あのなんか連携解除とか駆使したらできるっていうのをどっかで見かけたような気もしますが、連携解除してね、本体に入れなくなるとさらに困っちゃうんで、
ちょっと難しいですね。ちょっと複数ね、扱ってる方はちょっと難しいのかもしれないですね。テーマさん、声死んでる中で今日は別ゲーの配信していた。すげえ。声死んでるのに。星ホルモンさん、うちのサーバーはベトナム勢 VS それ以外全員みたいになって数ヶ月オフで蛮族もやりづらく、蛮族での資源もゲットしにくいです。おー、なんという国。ベトナム勢 VS って。いやーまあでもね、そういうのもね、起こりますね。なんかラマダンのね、時期だけよくあれがちみたいなね、話も聞いたりとかするんで、はい。グローバルゲームはね、そういうのもあるので、ちょっとね、大変ですよね。酔っ払って暴れたやつが出たみたいな話もね、よく聞くんですけど、はい。もうそういうの本当に怖いんでね、早く、1.4B なんて中途半端な戦力じゃなくね、3B 以上にして、あの、相手にそれなりの覚悟がないとね、やってこないみたいなね、感じにしたいなっていう。ソロでボコンボコン殴られやすい城にしてちゃいけないなっていうふうに思ってる今日この頃でございます。和吉さん、何そのゲームきつい。いや、マジきつかったですよ。そのゲームを8年続けたんですけど、そのゲームを8年続けて、ブチ切れた挙句、なんかたくさん課金をしていたので、このゲームは課金しないって誓ったんです。はい。はい。その時はですね、運が悪く名手とかも、はい、やっていたので、はい。ブチ切れてましたね。はい。ちなみにその課金ゲームが廃れた原因は無課金をね、優しくしすぎたせいで、だからそういった意味ではね、エボニーはちゃんとしてるなって私は思っています。基本的にソシャゲって課金者が強くなきゃいけないゲーム。それはね、お金を払ってくれない人よりお金を払ってくれる人を優遇すべきで、無課金者はね、課金者に勝てちゃいけないんですよ。基本的には。はい。で、前のね、戦争ゲームは、途中から属性無敵みたいな概念が出てきて、よくありましたよね。ポケモンみたいな、火、水、風、木みたいな、なんか、ああいう土かなそういう属性関係がね、あるゲームだったんですけど、属性無敵みたいなね、将軍みたいなのをね、出しちゃったわけですよ。ってなると、どんなに強くても無敵で殴ると、絡んできるんですよ。だからこのゲームもイメージつくと思うんですけど、防衛官が火の将軍だったら水の将軍で叩きまくると無敵なんで、あの、こっち死なないのに相手だけどんどん削れていくみたいなね、そういうシステムができちゃって、はい、課金者撃内で激減するっていうね、はい。後からね、無敵無視みたいなのも出てきたんですけど、もう時すでにお寿司で、はい、課金者が減ってしまいましたみたいなのが起こっていたので、そう、エボニーはね、基本的に課金者が強い。純然たる札束殴りゲー、K41 には K39 は勝てるわけがないみたいなね、そういう感じなので、私はある意味健全だなって思ってます。にもかかわらず、K40、たとえ相手が K45 でもバブルしてたら攻撃されないんだから、非常に、あの、前の戦争ゲームに比べて優しいなって私は思ってしまっているので、まあ、だからこそね、バブルをね、ほんと落としちゃいけないんですけど。はい、テーマさん、聞いてるだけでえぐい感じだね。こういうゲームログインしなくなるとやばいよな。テーマさん、ログインサボるから、無敵的システムじゃないでしょ。ただのチートでしょ。チートじゃないはい、そうです。これを、もうこういうのはね、もうコツコツ積み上げ系のゲームなんで、もう毎日やると、まあ、それなりに強くなるんですけど、ね、毎日やらないと途端にね、置いてかれるっていうね、結構なかなか大変なゲームなので、はい。私ね、でもそういうゲーム大好きなんで、合ってるんですけど、はい。で、そう、システムなんですよ。無敵システムってのをね、作っちゃったんですよ、運営がバカだから。あれは本当に良くなかった。本能寺さん、ちなみに BOB になったきっかけは何ですか？BOB になったきっかけはですね、まあなんかいろいろあるんですけど、いろいろある。正確には正直私にはあんまりよくわからないです。言ってしまえば、の、一番強い人が気に食わない人がうちの同盟に揃ってるということだと思います。はい。
前からね、バチバチやってて、よくね、ワールドチャットとかで喧嘩をしてたりとかして、犬猿の中といいますか、今まではね、トップ同盟、トップクラスの同盟が2つあって、それが、競い合ってたんですけど、パワーバランスがちょっと崩れちゃったんですよね。で、強くなった方が、あの、一人ね、ルール違反を、サーバールールの、ね、違反をしてしまったんですけど、そいつを KOS にしろ、そいつを同盟から、排除しなかったら、同盟丸ごと攻撃するぜ、みたいなね、それがこじれにこじれたみたいなね、感じがしますかね。まあ、あの、悪いことしたやつが謝れよっていうのもね、あるし、かといって、その報復が、どうかと思うなっていう感じもあったり、はい、ね、どうかと思うなのところがここのゾーンにあるんですけど、はい、別にどっちに加担する気もねえなっていう感じがしていて、私はバブルして、適当に待ってます。早く飽きねえかなと思いながら、はい、みんな暇だなと思いながら見てます。はい、別にね、仮に同盟の城が壊されようが、タイルとかはさすがに攻撃してこないんで、はい、別に遺跡とタイルするかっていう風にやっていて、はい、別にね、その強い方の同盟に移ることも多分可能なんですけど、あれなんですよね、バトルフィールドの時間合わないんですよね。はい、私的にはね、バトルフィールド大好きなんで、バトルフィールドに参加しないと、練習なくね、サーバー戦争に、ね、参加することになっちゃうから、バトルフィールドでまず検証して、そこからサーバー戦争で試すっていうね、手順を踏みたいんですけど、バトルフィールド朝の4時から6時ですっていうドームにはちょっと行く気がしなくて、正確にはもともといたんですけど、それが辛くて出てきたんで、はい、もう寝不足の日々には戻りたくないなって思って移動できないんですよね。はい、この同盟は基本的には日本時間の10時、0時とか、0時、2時がね、戦場の主戦軸なんで、はい、非常にありがたいんで、なんか、まバブルしてやり過ごすか、みたいに思ってますね。本能寺さん、うちも一番強い同盟から自ら作ったルールを破ったやつので嫌われてます。強者はいつも傲慢ですね。ああ、そう、そんな感じですね。はい、ぶっちゃけた話、なんていうか、究極は嫌いだからだと思いますけどね。気に食わないからだと思います。暇で気に食わないからじゃないかな、みたいな、はい、思いますが、はい、ただね、ワールドチャップとでね、なんか喧嘩してるんですけど、嵐に反応するやつも嵐なんですよ。はい、両方ダメだと思います。和樹さん COC はいい実験場。いや、そう、マジ COC 最高でしたよね。もうあれまた早く来てほしいんですけど、そう、COC がね、気軽に将軍で殴って、射撃兵で殴るっていうね、あの練習もできるし、何回もトライできるし、そう、楽しくて。はい。そう、私ね、PVP 大好きマン、かつ、サーバー戦争と違ってね、バトルフィールドマジ全然損することないんで、あんまり適当なプレイしてたら、味方に、怒られちゃうかもしれないんですけど、私、だいぶ防御力も上がって、そう簡単に、ネガティブにならないで、いっかなってやってます。はい。天馬さん、その時間なら天馬さん、夢の中だな。はい。4時6時ですかね。私4時6時の時はですね、リビングで寝て、寝落ちのふりしてリビングで寝て、目覚ましかけて起きてました。はい。もうマジでだるかったです。はい。でも、そうまでしてバトルフィールド出たいからな。はい。本野さん、ちなみにスロットさんはやはり相手に日本人同盟多めですね。あとはベトナムとか。あ、そうですね。黄金タイムなんで、日本の参加しやすい時間帯ですもんね。
そうなんですよ。この同盟のね、最もいいところはね、そう、日本人が参加しやすい時間帯でやってくれるっていうところがね、まあ、実は今日本人減っちゃったんですけど、日本人減っちゃったんですけど、未だにその時間にしてくれていて、はい。まあ、その時間から変えるってなったら私もこの同盟抜けちゃうんですけど、多分。はい。今のとこ、なんかむせた。はい。失礼しました。そう、今のところね、スロット3、4がね、メインなんでね。はい。もう大体ね、ほとんどのリワード、個人でなんとか、なりますし、あの困るのバトルフィールドぐらいなんで、同盟はね、究極どこでも構わないんですよね。別に、日本人が多くなきゃ嫌だっていうところも特にないですし、いろんな、あの前のゲームもそうだったんですけど、いろんなね、時間帯で起きてる人がね、いると強いんですよね。前のゲームも停戦期間があるとはいえ、その間に進軍する必要があるんで、夜勤の人いるの超強かったし、主婦がね、たくさんいるとね、朝活めちゃくちゃ強くて、主婦いるとめ強かったし、とかね、いろんな人がね、いる方が、基本的にはね、こういう総力戦のゲームっていいんで、はい、まあ、逆に言うと、そう、うちの同盟、私いなくなっちゃうと、あの、みんな寝てる時間に、R4 としてやれることできる人いないってなっちゃうから、まあ、それもかわいそうだな、みたいなのもあって、そう、なんかね、なんかずっといます。明太子さん、ほんとそういうの迷惑ですよね。うちもナンバーワンが稀に暴れますが、一人で同盟一つ潰したことがあります。その人は自分の気に入った人が同盟から離れたからって、小学生並みにたちはまあまあ、どこもそんなもんですよね。タムイさん、うちのサーバーのナンバーワン同盟にいるツートップが超絶紳士淑女なので、サーバーマージンでもならない限りナップが破れることはないです。素晴らしい。いいですね。はい、なんかのセリフだったんだよな。20世紀少年かな。強くなければ、守れるものも守れないみたいな、なんか力がないといけない。でも力があっても優しくなければ生きる価値がないみたいなね、なんかそんな素敵なセリフがあったかなと思うんですけど、はい、大いなる力には大いなる責任が伴うみたいなね、スパイダーマンの話でもありましたけど、そう、王様がね、優しい王様でね、あるといいですね。金色の画集大好きです。和樹さん、バトルフィールドで日本人と当たると同族に負けたくないという気持ち。負けず、負けず嫌い。私、日本人の方もそうですし、海外の方からも、配信見てますみたいなね、コメントをね、もらってね、微妙にね、殴りづらくなる時がありますね。いや、殴りますけど、まあ、そういうゲームなんで、勝ち負けはね、気にせず、あの、ガン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 、やりますけど、はい、そういうコメントね、いただいたことありますね。負けたくない、受ける。いいですね。好戦的ですね、和樹さん。優しい王様のところやるのに、もうそう優しい王様ですよ。はい、もう、別にいがみ合っていいことないですから、疲れるだけで。はい、まあ別に、まあ私、特に愚痴る気も特になくて、はい、まあそういう状況ですよっていう。で、そういう状況にどのサーバーもね、なりうると思いますので、皆さんね、明日から急にボブサーバーになったりとかね、しかねないゲームなのでみんな気をつけてねというところと、はい、もしね、この配信を見てるうちの同盟の方がいたらバブル切らさないように頑張ってねと。はい。残念ながら私はね、援軍を送れる城じゃないんで、援軍は送らないです。はい。一緒に死ぬだけかなと思ってるので、はい。ちょっとね、白状かもしれないですけど、共倒れが一番意味ないかなと思うので、私は見過ごしちゃいます。はい。援軍をくれるほど強くないですし、かつ、援軍が必要、援軍を送ってもいいほど強い人が多分そんなにいない気もするので、
はい。こういうね、でかくて強い人には、まあ、援軍を送って、それが最後のね、人防衛になるっていうのはあるかもしれないですけど、多分、あんまり強くない人に援軍を送るとね、共倒れしちゃうので、まあ、その意味でもあってね、そう、防御力を高めた方が良くて、こいつの防御バフは強いよとか、援軍枠が多いからたくさん入るよみたいなね、援軍をね、援軍を送ってくれる人が気持ちよく援軍を送れるね、城にしとく必要があって、はい。その意味でもね、防御力大事だと思ってます。っていうのを、なんかね、私どっかのね、ブログで昨日書いた気がするわ。まあいいや。はい。まあそんな話はまあいいかな。どっから来たこれ、この後期の絶景みたいな話をしてました。PC、内税の方は、なんとか、PC でやれることを祈っております。解決手段を、お友達を頼るなど、解決手段を見つけられると良いと思うのですが、基本的には難しいかもなと思いつつ。天馬さん、ゲームは下手でも楽しめたらいいんだ。天馬さんのモットーです。下手すぎて話にならないんだけど。面白い。面白い。まあ別にね、下手でもやってたら上手くなるし、好きは上手の、あれなんか、好きこそ上手のなんちゃらみたいなね、なんか言葉があったような気がするんで、私も別にそんなに、上手いっていうわけではないですけどね、情報収集とね、それを知識とか知恵化することはね、できるかなと思っていて、ソシャゲの要素を金がって言いましたけど、金かける、情報かける時間だと思っていて、まあ、金はね、基本的に時間を買う行為なんですけど、はい、情報なかったら金かけても無駄金になっちゃうんで、はい、私はね、無課金ですけど、無課金で課金者を倒したら超楽しいんで、はい、私はいい性格をしてるので、はい、無課金で課金者を倒せるように、基本的には倒せないべきなんですけど、倒せたら嬉しいんで、倒せるように頑張っていきます。カメヒさん、下手でも何でも本人は楽しめたらそれがいいじゃん。そうなんですよ。そうなんですよ。はい。楽しいから続けるし、楽しくなくなったらやめるだけなんで、はい。エボニーはね、その意味では、なんかちゃんとやればちゃんと育成できるように作られてるんで、非常に私はね、楽しみながらやってますかね。本野さん、エボニーに関しては長く続けると強くなりますね。課金税も結局やめると成長を止めます。あ、そうなんですよね。そう、結局、課金って結構キリがないんで、かつ、せっかく、BOB になる話になんかまたしちゃうのあれなんですけど、せっかく強くしたのに、ライバルがいなくなったりとか、1位になっちゃうと急にね、暇になるっていうのはね、やっぱこういうゲームでありがちなんですよね。で、競争しないと、ね、成長止まるし、かといって上を目指し始めると、化け物はいくらでもいるんで、なかなかね、バランスが難しいゲームですよね。はい。自分なりのね、楽しいラインがね、やれるといいと思います。和樹さん、でもバトルフィールド来るならレイヤー持ってよ。うちの動画 1.3B。いや、それはその通りです。その通りです。はい、うちもなんかレイヤーを知らないでひたすらなんか上から強いのだけ入れてる人がいて、他の人のログも見てほしいなって思ってるけど、まあなんか言ってもならないんで言わなくなっちゃいました。あ、記事の旅引いてなかったんで、引行こう。やばい、なんか今日は早めに終わろうかなと思ったらもう12時過ぎちゃった。ちょっと楽しくておしゃべりをしすぎた。はい、記事の旅ね、これいつも通り、天井があるやつです。40回ね、回すと確実に、このアレースの地150が手に入るんで、しっかりやりましょうねっていうぐらいかな。はい、ぐらいだと思います。はい、あとはいつも通り、半座召喚ね、絶対に、絶対に期間中忘れないように交換してください。まあ、今回はね、資源の消費還元イベント中なんでね、わかりやすいと思います。あと、まだ何人でしたね。今回か、その次かなと思った。私今回かなと思ったんですけど、新しい真珠来なかったですね。優しい。はい。まあ、たださすがにね、
次回新しい真珠が来るかなと思いますので、400以上貯めておけば、新しい真珠が来た時にすぐ交換できるんじゃないかなと思います。で、ワンちゃんね、新しい真珠は強い真珠です。その代わり交換真珠スケールが多いみたいなね、そんなこと言われると困るんで、私は、400を超えてね、ちょっと貯めとこうかな、みたいなので、貯めてます。はい。別にすぐ交換する必要もないんでね。はい。で、残念ながら超お得な育成は来なかったので、次のスピードアップ還元の時に、騎士の試練と、超お得な育成、その両方が来るのかなと思ってます。はい。あと、王のパーティーは私には関係ないんですけど、今回のいいやつでは、パチャテクとか、なんか城がね、もらえるみたいですね。はい。で、みんな大好き資源の消費還元ということで、まあ、ジェムはね、いつも通り私は100万で止めようと思ってますっていうので、ちょっとルーンでね、めちゃくちゃジェム使っちゃったんですけど、本当はね、プラス500の強化もやりたいし、まだオークションでね、VIP 本買えてないんですけど、これ、もう VIP 本買えないかなとかちょっと思ってます。ちょっと20万払いたくないなっていうね、残念な感じになってます。はい。ということで、食料、木材、石材、鉱石、私それぞれ今回は 10B で消費しようかなと思っていて、ここでしっかりストックして、次回ね、20B 消費できたらなと。次回ね、石材だけに 10B 消費を目指すかもしれないんですけど、はい、ちょっとね、まあそんな感じで、バランス見てやっていこうかなというところです。はい。で、一通り、そうだ、これ、同盟走破。はい、これ同盟走破ね、めっちゃ好きなイベントなんですけど、はい、50までいったらね、この、いろんなクエストをやって、その、総合ランキング、こっちの争いと、この同盟走破宝箱っていうやつがね、もらえるんですけど、これがね、なかなか、いつも通りいいやつなんで、はい、これどれかが入ってくる。1個しか入ってないんですけれども、出てくるやつ大体いいのしか入ってないんで、外れメダルぐらいじゃない？はい、同盟走破栄光宝箱、これね、いいやつしか入ってないんでね、ぜひ、皆さん頑張りましょうと。はい。ところですかね。あとこれ、達人を目指す旅。はい。これね、活躍度クリアしてたら、できるいつものやつなんですけど、これの一番の問題はね、交換し忘れるっていうのがね、あるので、気をつけてください。毎日ちゃんとやってると、今、レベル25だと思います。はい。今日の合わせてレベル25。はい。残り5日間でね、はい。しっかり50まで行くと、まあちょっと資源箱がもらえますよという感じで、まあ別にね、報酬が美味しいわけではないんですけども、もらえないよりはね、もらった方がいいかなと思うので、はい、交換しましょう。で、さあ、戻ってこよう。私、貯めてたんです。射撃兵の制約将軍。エレクトラと組む制約将軍を欲しくて貯めてたんです。はい。で、このマーリンさんね、強い。強い。部隊を率いて攻撃する際に、射撃兵の攻撃力 HP が45%アップし、射撃兵と工場兵器の防御力が30%アップしますということで、はい、射撃兵ね、基本的に相手の城をぶん殴りに行くので、HP と防御大事なんですよねと。はい。なので、HP と防御が上がる、新しい将軍がずっと欲しいなと思ってましたと。はい。私ね、エレクトラもしかしてここにいる？ここにいるな。ほい。私の相棒は、ね、カール12世なんですけど、カール12世ね、部隊定員が10%上がるのは非常にいいんですけど、そう、これね、防御10%上がるだけで HP も上がらないしっていうので、なかなかね、火力はあるものの、ちょっとあんまりっていう感じだったんですよね。だから、ミハイね、特性緑にしたものの、やっぱね、残念ながら型落ちになってしまったかなというところがあるので、制約将軍にね、切り替えようかなと思ってたんですよ。で、やっとね、待ってたやつが来ました。で、制約も、なかなかいい。部隊定員がね、カール10%からこいつ制約やると5%ということで、ちょっと5%減っちゃうものの、そもそも元の性能がいいですよっていうところ。で、制約を上げていくとね、みんな大好き行軍速度もありますし、はい。
で、もともとね、エレクトラと組ませるんで、攻撃時って書いてあるね、やつ、強くていいと思いますんで、これをね、ぜひ、ぜひ採用したいなということで、これ、ガン引きしていこうと思います。和樹さん、ミハイの特性少し強化しちゃったから、まだ引けない。引かない、引けない。いや、そう、心中することになっちゃうからね。そうなんですよ。まあ、それで私もね、しばらく引いてなかったんですけど、だいぶね、欲しい制約将軍が増えてきて、期待値が上がったなっていうのもあるので、はい、私ね、あいつ欲しいんですよ、あいつ。えーっと、射撃、アグリッパ。そう、マーリンがもしじゃなくても、アグリッパの制約、私ちゃんと見てなかったんですけど、こいつ1個目、すべての資源の生産力上がるんですね。こいつ偉すぎません？アグリッパ欲しくて。はい、このアグリッパも欲しくて、感覚、今ピックアップしてる将軍と同じその兵種のやつ出やすい気がしてて、確率的にはね、別に上がってないんですけど、はい。なんとなくこれまでの傾向からちょっと上がりやすいような勝手に気がしていて、ね、ワンチャンアグリッパも出るかもしれないから引こうと思って引いていこうと思います。和樹さん、なんで解雇したときルーン返ってこないんだ？ほんとそう。ルーンかけたやつ帰ってくるなら解雇するのに。まあ、今はね、元老院にセットできたりするんで、その、なるべく解雇しないですけど、そう、ルーン帰ってくるならね、ワンチャン。まあ、ルーンとかもね、これですよ、魂の共鳴ができれば、確かね、引き継げるんだったかと思うんですけど、はい、漏れなくね、ケーキからしかもらえないやつで、はい、残念ながらね、課金には人権がないっていうね。どこだっけ？どれだっけな？なんかのアイテムで、これだ、これ、これ。共鳴成果ね。これがあるとルーンがね。デアリンさん、デアリンさんこんばんは。どうもどうも。お疲れ様です。はい、エボニーというパズルゲーム詐欺のゲームの、ゲームプレイ配信をしてます。今ちょっとね、ガチャを引こうと思ってガチャを引こうと思ってやってます。某一さん、全体に有効な制約、良いですよね。その将軍は使わなくなってもバフが続く。そうなんですよね。所有バフ、研究と変わらないんで、めっちゃいいですよね。はい、だからね、アグリッパ欲しいんですよ。ということで、これ貯めてました。はい、このプレミアムの引換書25個、エピック歴史の名称の引換書3個。はい、これね、これ28個使ったらさすがに出るでしょと。はい、これ出なかったら泣きます。さあ、ガチャはね、基本的に欲しいのが出るまで引くっていうゲームだと思ってるので、マーリンが出るまで引いていこうと思います。で、アニさん、ちょいちょい見てます。あ、そうなんですか。ありがとうございます。はい。あのぜひね、全然関係ないことでもコメントしていただいて大丈夫な配信となっております。本野さん、マーリンアップデート前の肖像がアーサー王で名前から人魚姫の将軍イメージしたので、おっさんかよと思ってアップデートしてみたら本当におっさんだったそう、マーリンって聞くと、そう、私アップデート前の肖像画というかGoogle プレイのページで、そう、マーリンっていうやつがね、出るっていうの書いてあって、へえ、また女の子の将軍かなと思ったら、まあまあ、くたびれたおっさんでしたね。おもろかったです。ベイオウルフ行軍15%あるからフリックの代わりですから。そう、ベイオウルフいいっすよね。そう、ついでにベイオウルフ出てほしいんですよ。ミロさん、前回のイベントで20枚近く開けて、スティア出なかった自分のようにならないことを祈ってます。何それ超怖い。やめて。やめて。いやね、それ全然あるんですよね。でもたかが15%なんで、たくさん引いたら出るってものじゃないので、これね、マジで爆死やめてほしいな。まあ、私の場合は、このね、将軍の殿堂、ここはまだスカスカなんで、もうここがね、埋まってくれたら御の字というね。ただこの前見てて気づいたんですけど、なんか、何かしら出ないんですよね。これ、かぐや姫とか。かぐや姫とか、歴史の名称プレミアに入ってないんですよね。はい。こういうのマジでずるいなと思ってるんですけどずるいなっていうか、どうしようもないの、どうすればいいんだろうって思うんですけど。まあ、昨日まであった正体なんちゃらでね、こう、当てるしかないんだろうけど、
えぐいよな。テーマさんガチャ嫌い、物欲発動した。そう、このゲームには物欲センサーっていうのがあって、もう私今、こんなに物欲を喋ったからやばそうな気がする。はい、じゃあ、まあちょっとね、これをね、引いて、今日の配信は終わろうかなと思いますということで。いや、すぐ終わってくれ。僕も軍さん引こうとしたら19解きました。軍さん持ってません。怖すぎる怖すぎる。12枚しよう。マーリン2人。いろんな報告が。これ属州都市の人だな。確か。持ってるよ、1個。部隊を率いて参戦する。敵の部隊の攻撃力が10%ダウンし、さらに敵の歩兵の攻撃力が30%。歩兵キラーだ。これなかなかいいですね。わーい。和樹さん、かぐや姫はずっと前イベントで手に入った。その頃やってなかったんすよ、私。そうらしいですね。なんかかぐや姫のイベントがあったっていうのはね、聞きます。来たー。なんと、ジャルの冒険は2枚目で達成しました。やったぜ。わーい。おー、もう出た。マジやったおじさんおじさんやったぜ。もうつけよもうつけよマーリン。違う、今やると、レイヤーが崩れる。やばい。やばい。危ない。レイヤーぶっ壊すとこあった。違う。そもそもカールちゃん、舞台、つけらんねえわ。いや、ありがとう。ごめんなさい。早すぎんか。引いちゃった。やった。すげえ運が良かったです。もうなんかすげえ、引けないフラグをビンビンに立ってたかと思ったら、引けました。本当に良かったです。本当に良かったです。はい。ちょっと、今日恵まれてましたね。ありがとうございます。あの、配信盛り上がるもクソもすぐ終わった。めっちゃ嬉しい。やった。ちょっと待ってね。マーリンにこれで変えて、レイヤー壊れないな。壊れないね。浮きがあるんで。で、シャーキ兵にして、で、これで、ちゃんと、スキルが発動してますね、というところなので、よし、じゃあ、いや、もうだから PVP ね、ないんだよな。まだ試せないんで、あれなんですけど、はい。ありがとうございます、皆さん。ちょっと、はい、マーリンを早速引いたので、まあでもせっかく貯めてたので、この通常のエピックの歴史の名称だけね、引いておしまいにしようかな。最後ね。こう引いて。はすげえ !15% じゃない。吉田さん、スパチャありがとうございます。100円スパチャありがとうございます。ちなみに初スパチャです。ありがとうございます。そう、実はそう、スーパーチャットね、もらえるようになったんですけれども、そう、初めていただいてありがとうございます。ちょっと、こんなことあるいや、デアリーさん、いや、これ、今出やすいタイミングなんじゃないか。おい、おい、なんかもう一回引いた方がいいのか。ちょっと待てよ。そんなことあるいや、でももう怖いからもう引けない、やめよう。その前にください。じゃあもうトレードシステムはいつ実装されますかそんなことあるだよ。ありがとうございます。マジいや、でもね、2体はさすがに、てかまあ、かけらにして、もしかしたらアップさせるかもしれないな。ちょっと、とりあえず、かけらにしとこう。やったー。もしかしてやってるやってないやってない運営と寝てないエボニーにトレードシステムができたらぶっ壊れだと思います絶対そうなっちゃう。学生の頃なんかやってました。やってないっす。特に葉っぱとかやらずにテンション上がれる人だったんで大丈夫です。何そのキャラ
じゃあ、神さんまで。じゃあ、ありがとうございます。ナイスワです。今日、いや、ちょっと待ってくださいね。これね、もう本当に、これね、先々週の配信で私、大爆死して騎兵の荷重引いてるんですよ。これの揺り戻しです。はい、これね、あの、この時、マジで絶望を味わってるんでね、あの、前のエンブレム配信で信じられない絶望を味わっていたので、その揺り戻しが今来ました。嬉しい。嬉しい。宝の持ち腐れかもしれん。はい。自分もそのパターンでコンラッドと出たところを2回連続で出ましたね。そうなんですね。なんか、こういうガチャ系のゲームにありますけど、そのテーブル、タイムテーブルとかゾーンだとか、なんかそういう話をね、よく聞きますよね。カムイさん、そうか、やってんのだ。やってないっすね。やってない。いや、僕は真面目にプレイをしてます。ひたすら真面目。はい。今ね、ビッグウェーブ来てるっぽいので、いや、とか言ってね、今引くと出ますよなんてことは、ちょっと無責任なこと言えないんであれなんですけど。はい。ありがとうございます。よかった。よかった。はい。ちょっと、以前の配信でエンブレムがボコボコだったので、今回ね、ちょっと運営がね、あの、この訓練上限を出してみたり、ね、騎兵の荷重みたいに出してみたりっていうね、なんか、上に切られてるのかなと思ったら、まだ頑張って良さそうです。頑張ります。じゃあ、もう少し引く。言うねえ、デアリンさん。言うねえ。いやいや、やめときます。いやいや。じゃあ、まだ先長いですよ。私、ね、今、射撃兵の将軍がこれで揃ったんで、次は、射撃兵と歩兵もあるんで、次ね、シージもそうだった。あと次、騎兵だね。もう騎兵出たばっかだ。先週出たばっかだけど。はい、次ね、騎兵の時が出たら、またちょっとね、貯めてたやつをね、物販配信しようと思います。ちょっとね、こういいとこで終わろう。もうなんか、普通に絶望して終わりそうだから。はい、そんなところで。はい。ということで、覚醒目指して引きまくろう。それ廃課金で25枚程度じゃ足らんですよ。はい。今日のね、配信はこれにておしまいにしようと思います。来週は、なんだっけ、なんか、来週はそう装備製造がね、来てると思いますので、文明装備作りましたよとか、今引いたね、マーリンを育てましたみたいなね、そんな報告ができたらなと思っています。何よりね、軍艦建てましたとかね、病院あげましたとかね、進んでるはずですということで、この資源の消費還元イベント、これがね、どこまで進んだかっていったところをね、来週報告できたらなと思ってます。はい。そんなところで今日はね、今日も遅くまでになっちゃいましたけれども、ここまでのご視聴ありがとうございました。また、みんなたくさんコメントありがとうございました。そして、吉田さんと神さん、スーパーチャットありがとうございました。初、初スパチャを今日いただくことができてありがたいです。はい。またね、来週以降も配信していきますので、よかったらね、見に来てください。ということで、今日の配信はこれにて終了したいと思います。それでは、ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価していただけますと幸いです。おつじゃる様でした。